これ電気消した方がいいんじゃない？あ、そう。あ、オッケー。ご視聴いただいている皆様ありがとうございます。これからドキュメメント2020ただいまより開催いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず自己紹介させていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます高橋紀之です。よろしくお願いいたします。毎年今私ですね、北品川の一流屋台村さんに、いるんですけども、毎年ここ北品川の一流屋台村さんの場所をお借りしてオフラインでイベントを行っておりますが、今年はコロナの影響もあり初のオンライン開催でございます。屋台船の営業がありますので、ちょっとイベント中人を取ることもあるかと思いますがご了承ください。またオフライン開催のため全国各地、もっと言えば世界中の方がアクセスできるようになっております。今見てくださっている視聴者の方ともですね、コミュニケーションを取りながら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。イベントに先立ちましてドキュメメントとはどういうイベントなのか、ご紹介させていただきたいと思います。もともとはテレビの番組を作っていた制作者たちが現場で見たことがなかなか伝わりきれていないというジレンマから、よりダイレクトにドキュメンタリーを届けたいという思いからドキュメメントは生まれました。作品で利益を出すことが目的ではなく、社会問題の当事者たちの声に耳を傾ける。普段この社会ではなかなか居場所が感じられないとか、声を聞いてもらえないというそういった方々に集まっていただきまして、自由に語れる場としてドキュメメントは存在しております。ドキュメンタリーといいますと専門的に感じてしまう人もいるかもしれませんが、わからないことや気になる点がございましたら、ぜひ今 YouTube で生配信しておりますが、コメント欄にコメントいただければご紹介させていただきたいと思っておりますので、コメント欄ぜひともですね入力をお願いいたします。早速ご挨拶でコメントいただいている方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。引き続きコメント欄も積極的に入力していただいて、インタラクティブにこのコミュニケーションを取っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ぜひ皆様同じことを考えているよとか自らのエピソードとかも投稿していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ツイッターと SNS でもですね、ハッシュタグドキュメメント2020のハッシュタグをつけてポストをお願いいたします。コロナに限らず混沌とした社会に埋もれてしまう声に、ドキュメメントは発信できる場所となっておりますので、今年もですね皆様と一緒にドキュメメントイベントを作り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは早速ですね登壇の方に移りたいと思いますが、今皆様演奏は聞こえてますでしょうかね。毎年登壇を生演奏で演出してくださっているのはエコスティックの皆様です。よろしくお願いいたします。今年もサポートしていただきます。ありがとうございます。それでは早速一つ目の登壇をご紹介させていただきたいと思います。1人目の登場はコロナ禍に音楽を見つめ直したアーティストの登壇でございます。コロナで活動の場を失った時に何を感じたのかご覧いただきましょう。音楽になる。これ一回抜き差しします。大丈夫。すみません、ちょっと映像の方が今なかなか出なかったということで今確認しておりますのでもう少々お待ちください。初めてのちょっとオンラインというところでなかなか映像の配信というところがうまくいっておりませんが確認させていただきます。
普段はありがとうございます。喋りますか？もちろんです、もちろんです。じゃあ先にじゃあご紹そう介ですね。一人目はですね、登壇、後ほどご紹介させていただこうと思っておりましたが、ポップユニットのテニスコーツのさやさんにご来場いただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。さやさんは昨年はい、お客様として来ていただいておりましたが、今年は登壇ということで、そうなんですよ。よろしくちょっお願い。と驚いていますが、そうですよね、はいまた初めての前回はオフラインで面と向かってのイベント形式でしたけども、今年はオンラインでいろんな方が見てますので、たくさんの方が見ていらっしゃいますので、そういった点でもなんか独特の緊張感と。そうですね。昨年本当、ここ広いですけど、はい、そこに人が本当溢れそう返って、ですね、ぎゅうぎゅうで人も行き交いしてて、そうですね。今日もですけど本当に食事とお酒楽しみながら、皆さん会場にいる皆さんは見ていただいてるんですけども、やっぱコロナの影響もあって人数も制限させていただいているので、ちょっと昨年までとは違う雰囲気ででもそんな思ったより変わらないなと。確かにスタッフ陣がそうですね多くいるので配信関係のスタッフ陣もいるので、結構人数としてはね、結局いる感じですもんね。昨年ドキュメメントにお客様として来ていただいたと思うんですけども、ドキュメメントどういった印象を持たれてますか？いやもう率直にすごいなって思いました。で若い監督もたくさんいらっしゃったじゃないですか。そうですね、20代のディレクターさんも人とかがどんどん現地に行って、ちょっと危険だったりもするかもしれないんですけど、そういう人たちと直接知り合いになって撮ってきて、そしてまたここで実際に喋られて、こんなしっかりって言ったら変ですけどした考え方と、それをもう2日で10個ぐらいとか、そうですね、頭パンパンになったですけど面白かったです。ありがとうございます。それこそ本当に、今回も5つですか、登壇ありますけども、各ディレクターが自発性を持って、特に言われたからやるものでもないですし、自らこの人の声を聞きたいという思ったところに、自分が足を運んでお話を聞いて、でその人がなかなか発信できてない、声を聞いてもらえないという方に対してスピーカーの代わりに社会に発信していくっていう形だと思いますので、そういった場所の体感していただいたのかなと思っております。はい、今年はその登壇者として参加ですから。はい、ちょっと松井さんにも言ったんですけど、私はそういうなんていうんですか、特に激しいものとか危険な場所とかあとは運動だったりもが今回題材ではないので大丈夫ですかっていうのはお聞きしたんですけど、我々もハードなものだけを取り扱うとかではないですか？そうですね。今回は音楽というところで、コロナの中かなり影響もあったと思うので、そういったところも映像を含めてご紹介できればなと思っておりますので、普段は音楽という形で発信しているかと思いますけども、今日は松井さんのディレクターの松井さんが撮影していただいた映像と、あとはこの場の YouTube の発信という形で、また音楽とは違う形で発信していただければと思ってますので、よろしくお願いします。すごいライブっぽいですね。そうです。早速ですね。私も緊張はしていましたが、まさか初っ端から。そうですね。これ喋りますか？はい、本題に入ってしまってもいいかもしれませんよね。はい、それこそコロナということでライブをする場所が失ったりだとか大きな影響があったかと思うのですが、さやさんにとってコロナ禍というのはどういった時期だったでしょうかね。みんな同じだと思うんですけど、突然急激な変化っていうのがやってきて、それをで私たちの自粛期間はみんな同じだと思うんですけど、時が止まったような時間っていうのも同時に来て、
その止まった中から外側の急激な変化を理解していく時間になっています。そうですね、今まであった当たり前のことがなくなって、今まで流れてた当たり前の時間が急に止まって、そこで初めて見つめるものとか、例えば音楽もライブが当たり前のようにこう定期的に開催できて、そのライブに来てくれる人とも、こうライブを開催すれば来てくれるっていう環境が、存在してたかと思うんですけども、このコロナではそれが一気に停止したというところで、音楽という存在自体を見つめ直すきっかけになったのかなと。そうですね、そうですねそれこそコロナ禍の活動の中で、新しいコミュニティ、このミュージシャンの方同士、アーティストの方同士が、オンラインでつながれる、みんな聴けるというサイトをオープンさせたというふうに伺っているんですけども、どういった経緯でこのサイトはオープンされたんですか？これは私たちが、私一人だけじゃなくて、一緒に作ってるチームがあるんですけど、2年ぐらい準備していて、オープンがちょっとずれていたら、たまたまこの時期にオープンっていう形になったんですけど、元からやってるインディーというかインディペンデントなものとして自分たちの周りの音楽を上げていこうっていうサイトです。それこそそしたらコロナの前からこのプロジェクトっていうのは始まってたっていうことだと思うんですけども、やはりコロナが発生したことによってその必要性とか緊急性がより強まったっていう印象ですかね。それはそうですね。そうですよね。はい。なかなかこのアーティスト同士がつながれる場所とかっていうのがこう、ライブ会場もそうですし、分散してたものが、なかなかこう会うことができないってなると、オンラインの必要性っていうのが強まると思うので、アーティストの方にとっても、それこそ音楽を聴く側の人にとっても、かなりこのサイトっていうのは新しいコミュニケーションの場所になっているのかなというふうに感じますね。そうですね、1回ぐらいしか会ったことないとか、私自身も例えばそのアーティストの音楽全部のリリースを全部聴けてるわけじゃないので、それを、知っていくいい機会にはなってるというか。そうですね、はい、新しく出会える場所でもありますし、この新しい信頼関係の構築、信頼関係といいますか、つながり、音楽でのつながりの場所になっているというのは、でもすごくそれはあります。そうですよね。映像の準備の方が今整いましたので、もう少しかかりそうですか。皆さん大変お待たせいたしました。映像の準備も整いましたので、生配信の醍醐味なのかもしれませんね。それでは早速映像をご覧いただきたいと思いますので、ご視聴ください。よろしくお願いいたします。ツイッターとかを一人で部屋で見てたら、災害のニュースとかデモから何から大きすぎて、なんかそれをこう一人で背負ってしまうっていうか、どうしようってなって不安だけが大きくなって、そんな時間があった
ら歌を口ずさんだりして、自分を気持ちよくして、なんだろう、回復、一人一人が回復していくっていうことがすごくねいいなって思いますね。そこになんかその見落としてきたなんかとかあると思うし、光を食べて君はぬくもりいつもくれた、見ている新しさが歌の間、お腹を空かしていても僕らが出かけていてもここで待って、君はみんなが大好きだった、僕ももっと人を好きになりたい、もっと優しくしてあげればよかった、もっと構ってあげればよかった、もっと一緒に眠ればよかった、もっとご飯をあげればよかった、君いない人生を生きなきゃいけない、君いない景色を見ないといけない、君いない部屋にいないといけない、君いないって思わなきゃいけない。5月の1日、フェイヒーって猫が亡くなっちゃったんですけど、なんかこれができたらなんかなんていうの、フェイヒーも納得してくれんじゃないかな。もうこの間いましたっけ、しーちゃんって猫、猫が昨日撮ってる時とかもずっとここに座って聞いてて、なんか不思議でしたね。ずっとフェイヒーがいた席に座って違う猫が聞いてると。高橋聞いてみる？聞いてみる？できた。いや、なんか混沌としすぎてる。ざっくりだよ。うん。君は突然やってきて僕のハートを打ち抜いたんだ。それからずっと一緒にいた。もう19年一緒にいた。いつかはこうなると分かっていて、今こうなるって思ってなかった。今こうなるって分かりなかった。ふとした瞬間、きっと君がいるって思うに違いない。そういう時はきっと君がいる、きっと一緒にいる。僕のそばにいてくれるに違いない。ずっと一緒だと思わせてくれる。だからなんでね、ずっと一緒に入れてよかった。高橋の声ちっとも聞こえない。入れてないじゃん。あるよ。そこにあるでしょ。もうなんかやだ、もう本当にやだなと思う。何が？この作業。なんでこのことやってんのか分かんなくなった。死ぬまでやるんじゃない？音楽業界のコロナ後の変化ってどんな風に見てました？いや、ほとんどダメなんじゃないですかねと思ってましたけどね。
ライブハウスはなくなるし、音楽やる人と聴く人の間にあったいろんなものが今すごいあんまり良くない方に変化してんじゃないですかね、今までの人たちは。今のところ辞めちゃった人ですか？とかそういうはいないですけど、物理的に家を引き払って引っ越して遠くなった人とかはいますね。辞めるが曖昧ですよね。今はどうせできないから、辞めるって宣言しなくても実質やってないだけとか、であっさり転職ができる人はいいですけど、転職もね別にでも難しいだろうし、ウーバーイーツでもやってんじゃないですかね。なんかそもそも音楽で出演してお金もらうことを当然って思ったり、それはライブハウスもそうだと思うんですけど、そのお客さんが2,000円3,000円4,000円っていうお金を自然に払ってくれるっていうことをちょっと前提にしすぎてた部分があるのかもしれないなってすごい思うから。その前提で家賃があったり自分たちの生活があるっていうのはおかしいかなってもう思ってたから。さやさんが思う音楽ってどこにあるでしょう？そのほらセミとかその鳥とかも朝歌練習してますけど、至る所にあるっていうとすごいおかしいんですけど、なんか八百万の神様みたいな感じで夕日を見た時にもあるし、朝日にもあるし、オーロラにもあるし、なんか不思議な虫を見た時にもなんかそれがこう音みたいに感じる。私たちはそういうとこから音を感じ取ってその人の中で起きる音楽になってると思うんですね。あ、外れたかも。あ、出た出た。リンゴ。リンゴリンゴリンゴ。あーリリリリリ。なんか弾いてる感じしません？木が効いてる感じがしたい。オリーブの木と山椒ここフェイヒーの墓です。ね、しーちゃんが見てるの。しーちゃん、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 しーちゃん。しーちゃん歌好きなんですよ。歌好きだから聴いているのかも。
ご視聴いただきましてありがとうございます。改めてご紹介させていただきます、テニスコーツのさやさん、そして上野さんにもお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして映像ディレクターの松井さんです。松井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めて松井さんがさやさんを取材するきっかけというのはどういったものだったんでしょうか。そうですね。さやさんとは、前から1年ほど前から友達というか、付き合いがあったんですけれども、こう6月に、ツイッターの DM で少し話し始めて、それでさやさんが僕はライブができないから音楽家の方なんで、元気がないのかなというか、僕も他の音楽家の方を取材したりしてたんで、だいぶ辛そうだったんですよね。そしたらさやさんは逆にかなり元気ですごく印象に残ったのは、そのライブができないことによって確かにそれは辛いことだけれども、自分のその普段口ずさむ歌声とか、普通の人がこう台所だったりとか子守歌だったりとか、小学生がなんとなく道で適当な歌を歌ったりとか、そういうところに普段の音楽の普段の中にこう音楽の現象があるんじゃないかっていうことをおっしゃってて、この人の中ではなんかライブっていうものを失った上でさらにこう追求する音楽っていうものが見えてきてるんだなという印象を持ちました。ありがとうございます。どうですかね。歌えますか今。それこそ映像でも口ずさんでる。映像でもね口ずさんで。そうなんです。普段の生活のところがあ中ったので、でさやさんがこうふっとこう歌が生まれてくるっていう感じがあったので、もしこの場でね、この空間を感じながら。そうですか。おいしい。何食べたっけ。煮物はおいしかったかな。なんか一緒に今音楽流れてて、あとなんだっけ。一緒になっちゃうな。白えこんにゃくたらこだよ。はい。ありがとうございます。それこそ映像でもありましたけど、こうみんなが普段口ずさむのが音楽のこのあり方だっていうところがこうコロナ禍でも新たな発見だったのかなっていうふうに感じましたけど。そうですね。なんかこう部屋の中だったり自分一人の時にする小さな発見がやっぱり曲作りってそういうもんだったりもするから、それを今回作った「みんな聴ける」っていうサイトにアップする時は本当にこう個人個人の発明がそれこそバンってこう公開できちゃうっていう。でそれを一人一人バラバラにやるんじゃなくて友達に聞いてっていうようなスタンスでやってます。そうなんですね。はい。それこそ今YouTube で生配信しておりますが、コメントの方もいただいておりまして、さやさんの音楽大好きですっていうコメントもありがとうございます。いただいております。あと質問もですねその中でありまして、映像の中でお客様がライブを見てお金を払うことを前提にするのに疑問を感じたっていうところがあったと思うんですけども、それは大体いつ頃からですかみたいな、またその理由を伺いたいですっていうコメントをいただいております。そうですね。なんかどうなんです。例えばこういう場所だったりとかこういうエンジニアさんだったりとか、そういう方にはお金がちゃんと回った方がいいって思ってるんですけどワオーンって言ってるけど嬉しい、こういうのは寂しくないですよね、こういう音があと。私こと音楽家に関してはすごく線が弾くのがいつも難しくて、それこそこうやって今みたいに歌えちゃったりもするし、普段との切れ目がなかなかないので、
家から歩いてこういう場所とかライブの場所に出かけてって、はいここから有料ですみたいなことの葛藤っていうのはそれぞれ皆さんもあるのかなって思うんですけど、それはもちろんいただくことで生活もしてるし、そういうのはよく考えていたので。そうですね。それではコロナ禍の中でこの音楽の商業的な部分とこの音楽の本質的な部分って言い方が正しいかはあれですけど、そうです。そういうことですかね。あ、よかったです。そうですよね。きっと商業的な部分が当たり前になっていて、はい、それでそうですね、それがどんどん続いていたけども、このコロナでその部分が先ほどのお話の中であったストップしてしまったところで音楽をこうもう一回見つめ直した時に、本来のこの口ずさんでいるところとかが、音楽ってこういうことだったのかなっていうところを感じられたっていうところもあるのかなと思ってるんですけども、あともともとあった部分でもあるっていうか、特に自分の居場所っていうのがちょっとそういうところだったりして、すごくこう間にいるんだなっていうのはより感じましたけど今回、はい、そういうことですね。松井さんとしてはこの撮影をしている中でこのさやさんがこの他の声とかを代弁して音楽で発信しているのを見て、ドキュメンタリーのディレクターとしても誰かの声をこうやってドキュメメントっていうイベントで発信とかもしてると思うんですけども、そういったところでなんか近しい部分とか感じるものっていうのはあったんでしょうか？そうですね。今も切れ目がないっていうふうにおっしゃいましたけど、さやさんは本当に日常とその音楽歌うっていう状態の切れ目がないなという感じがして、なんかスイッチを切り替えてない感じがするんですよね。そこがすごく僕は強く感じているところでした。はい、それでだからお会いしに行って撮影している中で猫のフェイフィー、亡くなってしまった自粛期間中に亡くなってしまった猫のお話ですよね。を聞いて、曲を聴いたんですけれども、何か僕はその時ドキュミームという SNS 発信のドキュメンタリーでたくさん困窮している人を撮ってきていたので、何かさやさんの歌がこう時代だったりとか社会だったりとかこうどうやって動けばいいか行動すればいいかわからないとか、その本当に困窮もうすぐしそうだとか、そういう人たちがちょっと鬱っぽくなってたりするじゃないですか。そういう人たちに対しての何かこう処方箋というかこう薬というか、そういうものになり得るんじゃないのかなっていうことを感じたんですね。つまり歌うっていうことが誰にでもできるんだよっていうふうに言ってるように僕には見えたんですよね。そこのところ歌の中のそのさやさんがこう歌うっていう状態の中にこう時代だったりとか他者だったりとか、そういうものが入ってくる感覚、その関係っていうのはどういったものになるんでしょうかね。自然に自分が吸ってる空気だったり雰囲気っていうのは自然に自分からもう出てくると思うし、私他の方が書いた例えば詩をもらって歌う時も自分は頭で理解してなくても歌ってるうちに何でしょうね、音と一緒に理解していく、なんか分かってくるっていうことが起こるんですよね。でそれがだから分からなくても歌ってみるとか、やれないと思ってもやっちゃうとかっていうと後からどんどん分かるってことがあるんで、なんでしょうね。その言葉とかをこう自分の中に体を一旦通すことで同化できる部分とかがあるっていうところなんですかね。こういうことなのかなっていうのだから必ずしも全部理解できてなくても歌っちゃうし、っていうのはあります。フェイヒーの詩は高志さんが書いたんだけど、フェイフィーの詩でやっぱりもっと人を好きになりたいっていう詩があったじゃないですか。あれがなんか僕は時期に聞けてよかったなってすごく思って、なんかトゲトゲしいニュースばっかりがこう流れている中で、すごく単純なことなんですけど、目の前にいる人だったり自分の周りにいる人を好きになりたいってね、
でそれはもちろん猫の視線からこう死んでしまった猫の視線から書いてる歌詞なんですけど、今生きてる自分たちにも当てはまるよなっていうね、ふうに思ったんですよ。この歌詞は高橋さん振っても大丈夫ですか？でも本当にそんな感じです。なんかギスギス、特にネットを見るようになって結構溢れてるじゃないですか、悪意とか。でもみんながそれぞれ、自分もですけど、もっと人を好きになっていったらいろんな問題が解決していくんじゃないかなと思ったんですけど、それこそうつの人とかもなんかちょっとみんな自分しすぎてるような気がして、猫はあんまり関係ない、なんかあんまり猫って自分逆にしてないような気もしたし、そんな感じです。なんかそうですよね、2人を見てるとこう野生動物みたいだなと思う時があるんですけど猫とも同化してるんですかね。そうですね。猫が先生団みたいな、にゃんこ先生。それは私のお友達の辻村さんっていう方が言ってたのを私真似したなと思って、でも確かにそうなんですね。どうしたらいいかわからない時とか、とりあえず姿勢真似してみるとか、伸びしてみるとか、やってます本当に。そうなんですね。まだまだこの混沌としたコロナのこの環境っていうところで、なかなか我がっていう中がある中で、このアーティストといいますか音楽というものを通してこれからはどういった形で発信をしていきたいと思われますか？そうですね、みんなの聴けるでみんなの音楽聴いてても感じるんですけど、なんかまだまだ知らない面白いものがいっぱいあったんだなって本当に思うので、昨日もすごい音源聞いたばっかりなんですけど、だからそういうまず周りからいろいろ気づいていきつつ、自分もすごく更新していきたいというか、どんどん新しくアウトプットができるようにしていきたいなと思います。ありがとうございます。我々もぜひねこのテニスコーツの発信というのを楽しみにしておりますので、はい、これからもファンとしてね聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はテニスコーツのお二人がご来場いただいているということもありまして、ぜひ最後にこの演奏をお願いしたいなと思っているのですが、はい、時間大丈夫ですか？もちろんでございます。ぜひ演奏を聞かせてください。はい。じゃあ頭のところはじゃあこの辺から拾ったりしながら歌っていきましょうかね。今日は遅れまして遅刻して着いたらまるで桃源郷、提灯がライトがだんだんと灯ってまるで東京じゃないみたい、やっとこ
一人のつぶやきを拾って音楽になっていくみたい。やっと開いた心のドアがすっと軽くなってる。初めから遠くまで広がる言葉はどっぽして先を見ながら走り抜ける喜びを諦めることなく遠くへとでこうと遠くへもと飛ばせ最後は体に戻ってまた溶ける思いはあなたのまんま石のように新しいふるさとへ新しい人になって新しいふるさとへ新しい人になって行こう行こう日本日本ありがとうございます。テニスコーツのお二人、そして即興でセッションしていただいたエコスティックの皆様に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さやさん、上野さん、ありがとうございます。素敵な演奏を鳥肌立ちました。1本目の登壇からすごく素敵な空間が生まれました。ありがとうございます。それでは生配信なのでそのまま、次の登壇の映像に移りたいと思います。次の登壇は17歳でトルコから日本へ逃れ、以降27年間日本からは在留資格を与えられず仮放免の状態が続くアリさんの登壇です。仮放免の状態でコロナ禍をどのように過ごしたのでしょうか。ご覧いただきましょう。終わらないロックダウン。
大変失礼いたしました。ちょっと映像の接続のトラブルでまた停止しております。大変申し訳ございません。今確認中でございますので、もう少々お待ちください。ちょっと接続の方は確認していただきまして、じゃあその間にアリさんと会話させていただいてもよろしいでしょうかね。では今日はですね、先ほど紹介で簡単にご紹介させていただきましたが、仮放免の状態で続いているアリさんのご紹介でございますが、ちょっと待ってくださいね。映像が今いけそうなので、映像いけたら映像の準備が整いました。たどたどしく申し訳ございません。それではご覧いただきたいと思います。終わらないロックダウンです。コロナの緊急宣言の時の生活と仮放免の生活は大した変わりがないと思いますね。20年間ずっと似てる形の生活をしてきて、これ以上先に行ったら違反になります。こっちから先は行ってはダメと言われてるの、入管に。理解できないけどね。なんでこの橋を最後まで行ってはいけないの。家にいるとなんかめっちゃイライラして、なんか足んない、なんかつまらないというか、行くところは制限されているということは非常に精神に不安かけて、ストレスが毎日溜まって、もう本当精神病になってきてるの。もうなってるけどね。今日はここ越えられますね。そうですね。普段は出れないけど、時々こうやって許可もらって東京来た時とかどういう気持ちになりますか？特に池袋に来たら豊島区でかなり公園工事、新しい公園いっぱい作ってことがあって、それ思い出すね。当時すごい森みたいだったの、こっちは。子供たちは一切入ることができなかったね。半門が来て、それで滑り台とかを台を置いて、子供たちが遊んでる姿を見たら嬉しかったね。仮放免中仕事はしていけないと。もし仕事してるところ見られたら捕まっちゃうね。コロナがあってから今仕事がないけど、私が来た頃は外国人がみんな使ってたから、たくさん人がいて、外国から人を入れると、それで仕事を禁止して、ちょっと
何考えてるか全然理解できない。いつから日本にいる？私10年ぐらい。国はどこ？アフガニスタン。アフガニスタン。37年に行ったことない。先生から見ました。もう帰りたいけど一回見たい自分の国。でも残念まだ先生あるから。はい、お待たせしました。当時1993年。18歳で徴兵につけなきゃならなかったから、私がクルド人でトルコの徴兵にいてクルド人と戦うことになっちゃう。知り合いの人が日本に行ったから切符買って飛行機に乗ってきて成田でビザ取って入国したの。もしもし。通訳頼んでたんだけど今日、は急に来られないっていう連絡が入ったのよ。はいはい。全く日本語話せない人たちだから。あ、いいよ、一緒に行っても。ありさんありがとう。本当助かった。26年ぶり。26年ぶり？ここ？嘘。なんで？前はここに友達住んでた。あ、そうなの？今コロナでね、みんな仕事がなくなってるから。Şu an diyor korona hastalığından dolayı diyor herkesin işi yok. Evet doğru. なんか自分が何もできない人みたいな気分になったと。どうですか、お米はちょっと助かるんですか？すごく助けていますと。本当に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 すごくありがたくて感謝で気持ちいっぱいと。突然来ちゃってごめんね。Birden bire geldim diyorum. Sıra bırakmayın. Yok yok kesinlikle hiç sıkıntı yok. Önemli değil, önemli değil. 日本国民助けてくれる人はいっぱいいるね。この国の文化はきれい。まあ日本の国にいじめられても嫌いにはならない。建物の機械にいた。仮放免2ヶ月に1回延長されてるから、もうすぐ捕まってまだ同じところに入ってもおかしくない気分できてるね。もう苦しくないから。入管の中は孤独じゃないですか？動物園で動物に餌を渡してずーっとある部屋に閉じ込まれてまま、もう動物がしてる生活と変わらないね。結局法務省はこの日本という国を自国にしてるね、私たちにとって。こうやって家にいるとために入管の中で収容されてるというふうに感じるね。一回3日間自分が収容されてると思ったの、家の中で。3日後に気づいたの、私がうちにいると。ここは収容されてるんじゃないと。
仮放免には悪いはない。はい、映像をご覧いただきましてありがとうございます。映像でも登場されておりましたアリさんに今日はご来場いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。またディレクターの久保さんにも登場していただきます。よろしくお願いいたします。久保田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アリさんにお伺いしたいのですが、映像の中でも移動や仕事で制限をされていたりだとか、なかなか生きづらさを感じる部分が多いというふうにありましたが、どのような生きづらさを感じますでしょうか。一応1993年に日本に来てトルコ国籍のクルド人です。日本に来てちょっと左も右も分からないまま、2、3年過ぎた後難民認定難民申請をして、それですぐ1ヶ月で結果が出て、日本に入国して60日以内に申請しなきゃいけないと。私も左も右も分からない私がその法律も知らなかったし、それで難民が認められないということになって、それでかなり申請したけど、その後何回も申請しても全部ダメで、収容されたの入管に2回収容されて、1回目は3年3ヶ月、2回目は1年。収容された後3年3ヶ月の後、1回その仮放免というもので外に出て、その仮放免というのは保証金払って保釈みたいなもん、日本人に分かりやすく言ったら保釈されて、その代わりに1ヶ月に1回入管に出頭してハンコもらえなきゃいけない。さっき映像で見て紙に入管の職員がハンコを押すの。次はこの何月の何日に来てくださいと。それは5年続けて、5年後に今度2ヶ月に1回ということになって、20年近く2ヶ月に1回は必ず入管に行かなきゃならない。前は日本に来た頃、仕事もたくさんあって外国人もいっぱいいて、その時ビザとかそういう必要はなかったの。警察も捕まることはなかったし、警察がその時捕まるのは、もし悪いことしたら捕まることはあったけど、悪いことしなかったら欧米したいだけビザ切れってことについては一切口出さなかったのね。なぜならその時労働者がいっぱい必要だった頃だったから、私がだんだん仕事が少なくなってきたら警察に捕まって、それで欧米ステイで捕まって入管に渡されて、入管で3年以上生活して、その3年はとても辛い、かなり苦しい生活だったね。いいところもあったし、ほとんど辛いことはいっぱいあったね。そのいいことは外にいるとき日本語読み書きはどうしてもすごく勉強したくて、そういう気持ちが強かったから、外でなかなかそういうのできないし、学校も行けないし、そういう学校もあるかもしれない、分からないし、それで入管に収容された日系ベネズエラ人の少年が来て、少年刑務所から来てると言って、
そこで日本語を勉強したと。それで漢字辞典が手元にあって、その漢字辞典見たらやばいと思って、やっぱり修行場で何かしないと精神がすごくおかしくなっちゃうから、外で本読まなかったけど中でめっちゃ本読むようになって、今度本がなかったらイライラする。じゃあどうしようと思って写真絵とか描くと、入管の中の絵、外で面会来る人がいっぱいいたから、その中はどんなところどんな部屋とかみんなに聞かれるから、それでじゃあ中の絵を描きましょう、描くと思って、それ描いたらみんな面会に来る人はすごく分かりやすく説明できたし、その後はそれも足りないから、じゃあもう日本語もう 100% 勉強したいと、もうそれ心の中で決めて、ひらがなもカタカナも何にも分かんないから、入管にその少年日系人の少年から聞いたら、刑務所の方で日本語を勉強したい人いれば、外国人が外から先生が来て日本語を欲してるということを聞いたら、じゃあちょっと私も入管に取り合わせしようと思って、入管に聞いたらそういうのはできませんと。それでじゃあそういうのできないならお金が自分で出しますので、日本語を勉強したいからどんな本でも何でもいいと、お金が自分で出すと。それでもう入管にお願いしたら、そういうのもできませんと。まあどうしようもないから、そのベレズリの人の漢字辞典の中に知らせみたいな紙があって、それを取って外の日本人の友達に送って買ってもらって。そうなんです。収容所の中でもなんとか前向きになるためにも自分で自発的に学びっていうところにモチベーションを持っていってっていうところだったんですね。そうですね。アリさんは日本語の読み書きが完璧で、メッセージとかでも漢字を日本人でもあんまり使わないと漢字まで使える。そうですね。バンバン使うので、まあ半年20時間ぐらい寝らないでずっと勉強して。ずっと勉強されてたんですね。それこそ仮放免という立場では今日この場に来るのにも申請が必要だったというところ。そうですね。朝7時半に家から出て、10時前に入管に着いて、それで2時間外で待たされて、ちょうど11時かな、入管に入って、今度中でも3時間ぐらい待たされて、県をまたぐ移動っていうところでどうしてもその申請が必要になってしまうということですね。そうですね。最初はコロナあるとかそれで休暇しないとかいろいろ言ってきたけど、いや1年前も同じところに行きましたと、なんで今回ダメですかとちょっといろいろ強く言ったら、3時間後にもう大丈夫、認められたと言って。そうですよね。申請しても認められないことも十分にあるっていうことですね。もちろんそういうことですね。日本には難民申請している仮放免の方たくさんいらっしゃいますけども、やっぱ近年彼らのこの仮放免の方々もさらに追い詰められるような状況にあるっていうところで、その映像も別にあるということで、ちょっともう一本映像を見ていただきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは映像の方に移らさせていただきます。弦楽校の席を企画すると。46歳になったそうです。じゃあ皆様はささやかながら歌を歌いたいと思います。Happy birthday to you。Happy birthday to you. Happy birthday dear
い判決出ればいい誕生日誕生日お祝いになるかなと思ったけど、残念ながら安倍の判決が。安倍の判決。安倍のマスクの次は安倍の判決ですね。今まで裁判やってきたけど、今回は地震があったからさ、残念ですね。控訴の結果を待つしかないね。この間も言ったけど、今ちょっと法律が今度変わる恐れがあるのね。何回も難民申請を繰り返している人たちを強制送還できるようにしようっていう法律になりそうなんですよ。だからあなたの申請がね、これで6回目っていうのはどうもみんなの中で一番多いらしいんだけど、全然それは乱用とは思えないし、だからアリさんみたいな人がもう今度の法律のターゲットみたいなもんだと思うんですね。もう次の難民申請の時には新しい法律になっちゃってるかもしれないから、頑張ってみます。お願いします。Vallahi bende bir şey yok. Sizde ne var ne yok? Vallahi uğraşıyoruz işte ya. Durumlar, durumlar nasıl? Ondan dolayı vallahi her tarafı sıkıştırıyoruz. Evet. Şu an ben oraya gelsem nasıl olur? Yok sakın ödülürsen direkt ödülür. Keşke cezanı alsana. Cezanla razıyım. Hiç affetmezler. Evet. Neyse oldu o zaman. Ben kapatayım. Tamam. Tamam oldu. Kendinize bakın. Daha sonra ararım ben. Oldu sağ ol.大丈夫。はい。じゃあいただきます。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。どうかな味。何決まってんじゃん。あれ次入館いつだっけ？次11月14かな。もしかしたらいけないかもしれない。やばい。やばい。わかんない。なんじゃそりゃ。やっぱ納豆にはネギだよね。なんかネギないと納豆って感じが。ネギと卵。最高のコンビネーションだよ。ああお腹いっぱい。もう食べ子供いっぱいいろんなものついてるよ。食べ過ぎて。はい、今日朝から何回食べましたか？何回じゃなくて。何回じゃない。お昼だけ。本当かよ。朝食べた？朝？はい、食べたね。朝。いや、つまみチーズ残ったチーズと。と？パン。食べたじゃん。昼は？お昼もだからチャーハン食べたじゃん。で夜は？半分ずつ。今。食べたじゃん。一回昼だけじゃないじゃん。ちゃんと1日3食食べてるでしょ？食べたかな今日。昨日は食べなかったんだよな。そうなの？お久しぶり。お久しぶり。هذه فوق بشلة Asıl tabii no? Durumu nasıl? Durum normal ya. Çoluk çocuk okul gidip geliyor. Mahkemenin sonucu ne oldu? Mahkemeye daha çıkmamış. Daha sonuç yok. Adamlara nasıl
hangi belgeyi sunsan ne yapsan boş. Adamlar değişmiyor ki adamlar. Kendilerine nasıl geliyorsa öyle devam ediyorlar. Biz Japonya'ya sığmadık. Japonya'ya büyük geldik biz. Şu koskoca Japonya'da bize yer yok. Yer kalmadı bize. Kalau mereka bisa dari dia bapak kira kau. Ahmet. Oh bel bay bay ka. Hadi, koramaz ka. Kalau bel bertemas kemana? なんかベルギーの壁みたいなあの橋は。日本人には見ないベルリンの壁。ご覧いただきましてありがとうございます。ここで、ディレクターの久保さんにお話を伺いたいと思います。今の映像の中で厳しい法改正の話も出ておりましたが、このタイミングでアリさんの声を聞きたいと思ったきっかけや経緯なんかをお話を伺えればと思います。はい、簡単に言うとやっぱロックダウンの、ロックダウンっていうと違いますけど、緊急事態宣言の時、日本でもあの時ですね、みんななんかマイルドな絶望感みたいなのをみんな味わったと思うんですけど、なんかこの先が見えないなとか、自由に移動できないみたいな、そういう息苦しさみたいなのを、僕も感じていた時にやっぱり頭の中にあったのはそういう難民の人とか、移動の自由が制限されている人たちのことだったんですよ。昔から難民の人たちとは付き合いがあったり、何個か取材もしていたので、なのでそんな中で出会ったのがアリさんだったんですね。でアリさんがその橋の上県境千葉県と埼玉ギリギリのところに住んでるから、途中までしか行けないっていう、それをぜひやりたいなと思ったらアリさんも全く同じことを考えていたので一緒にやるっていうことになりました。ありがとうございます。それこそ橋の上でここからは先には行けないっていう本当に当たり前の移動が制限されるっていうところになると思うんですけども、改めて仮放免ではないですけども、今食卓で非常に微笑ましい日常もあったと思うんですけども、当たり前にある日常とこの当たり前ができないもどかしさっていうのはどういったところがありますかね。例えばその橋渡ったら、例えばスーパーとかいろいろ買い物するところがあって、コストコすごく行きたいところ、そういう時とか、あと友人とか親戚や、あと弟も川口に住んで埼玉の方に、やっぱりそっちに行くのは行きたくなるけど、いや今こっちから出たら見えたら捕まっちゃうという考えですぐ諦める、そういうのはいろいろ考えたらもう何にもやる気が出てこないくなるね。例えば前東京に住んで東京地裁にずっと裁判見に行ってたの。いろんな人の裁判。今暇の時そっち行って時間過ごすと思っても、入管に申請してもそれを認められないんだ。自分の裁判でも入管に申請しなきゃいけない。入管が行くのは許可したら自分の裁判に行って見ることはできる。その入管の職員、入管というより職員の勝手ですね。どんどん全ては職員の勝手で決めてることだから、その職員に合わせて生活しなきゃいけない。職員に合わせるのはいいけど、今日行ったら前回行った職員と違う人がいて、まだ考えが違う、まだやり方が違う。もう毎回その担当に合わせなきゃいけない。それはとても辛いですね。この職員の、さんの、都合とか考え方も当然その方によっても違うだろうし、そうですね、それによってこの回答も変わってきてしまうっていうところの辛さ
そうですね。と不安があるっていうことですよね。はい、例えば今精神科に関わって、入管から出てからずっと精神科に関わってるけど、埼玉弓道病院の先生も20年近く行ってるから、そこ行くのも先生は予約するとイライラするから忘れるとかなんとかそういう考えになったらちょっとイライラして、それでその精神科の先生はじゃあ予約なしで来てくださいということになって、それで気分がいい時に来れる時に来てくださいと。それ入管に言っても、いやそれは関係ないと、それは日にちを決めないと行かせない。先生が普通は先生予約しなきゃいけないと言うけど、もし不安かけてるならしなくていいよと言ってるのに、入管がいや日にちは決めなきゃいけないと、そういうのは非常にありますね。そうですよね。なかなかこの仮放免という言葉も今ご視聴いただいている方々の中で初めて知る方も多くいらっしゃると思うんですけども、そういった方々に向けて何か主張したいことといいますか、当たり前の権利かもしれないけどなかなかできていないという部分で何か外部に主張したいことっていうのはありますか？仮放免もとても、入管の入管に言ってることは、あなたたちは収容されてることと一緒と。仮放免外で医療関係とか、医療病気の人はお金かかるから、入管はそのお金出したくないから、あなたたちは外に出て自分のお金で病院に行けということをしてる形だから、20年ずっと仮放免に慣れてきたけど、11年前に日本国籍の方と結婚して、それでも普通はビザは今までほとんどみんな降りてたけど、なんか私の場合は特別に降りなくなって、裁判とかいろいろやってきたけど、今まで3回裁判を起こして、1回目の裁判は処理が足りない、証明出さなきゃいけないと言われて、2回目の裁判の時いろいろ証理とか出して、それで地裁は信用できないと言って、それで控訴したら、控訴で100% 信用できるように証明出したら、今度高裁の判決はっていう判決で終わっちゃったの。イエスかノーか何も決めないで。その後結婚してビザの裁判やったら、そのビザの裁判の時弁護士がそのっていう意味がうちらは理解できないから説明してくださいと。今度その裁判所はもうトルコは平和で安全な国だから安全に暮らせるのはできるからもう帰っていいとことしか書かなかったの。それでビザについては入管がまだ調べる時間がなかったからビザはすぐ出さなかったと言って、それで裁判終わって10年経った後結果が10年後にももうビザ出さないということになって、もう一回裁判を起こしたの。今度の裁判はもう絶対勝てると思ったけど、残念ながら安倍の判決が出てきたらびっくりして、トルコでインターネットは自由に使えるから、あなたが国に帰って国で奥さんとオンライン生活することはできますと。それが判決でそうですね出てくる。一般の人はそれ裁判官が言ってるんですか、いや判決に出してると言ってもなかなかみんな信じないですね。そうですよね。判決でトルコは安全だからトルコに帰って奥さんとはオンラインで結婚生活をすればいいっていう回答っていうことですよね。それも嫌なら奥さんが一緒にトルコ帰ればいいと。
ただ安全というけど先ほどのテレビ電話ではなかなか違う現状がっていう話。でも完璧、法務省はトルコはすごく平和で安全って言うけど、外務省は日本の外務省はトルコの一部だけは許可して、あとは行けないように危険ということで日本人は行けないようにしてるの。外務省と法務省がやってることは一切反対ですね。そうですね。それこそ裁判の判決も含めてなかなかこの言っていることの整合っていうのが私自身がなかなか現実とは離れてるんじゃないかなと思うんですけど、久保さんも間近で見ていてそこのおかしさといいますか不条理の部分っていうのはどう感じられてますか？完全にやっぱり外国人に対する差別が日本にはあるなと、特にアリさんはクルド人っていうのもあるんですけど、やっぱり日本って差別が見えないしなんかないって言ってる人もいるぐらいのなんか国なんですけど、でも最後のシーンであるように、アリさんも日本人には見えないベルリンの壁があるって言ってたと思うんですけど、やっぱりこれって意識しないと日本人には見えてこないことで、オンラインで結婚生活したらいいとかそんなのありえないじゃないですか。そうですね、誰が言ってもおかしいと思うから、これは知らないし意識してないだけなんだろうなって思ってます。そうですね。それこそ今本当に移民といいますか海外から日本に来てくださっている外国籍の方って本当に多くいらっしゃる、また増えている現状の中で、日本人はこう平和な国という認識で何もこう当然のこととして生活してますけど、その当たり前のように見える日常の中でこう追い詰められている現状というところもあるということを知るだけでもちょっと大きく違うのかなというふうに感じました。最後にアリさんからも一言ございましたらぜひこの場を借りて。そうですね。今日韓が新しい法律を作るとしているから、その新しい法律をできたら多分すぐ私が最初に決裁するかになる恐れが十分あるみたいので、日本の安倍の国がいくら認めなくても私のこといくら差別してもいくらいじめてももう全然もうどうでもいいと。27年間もう日本国民にずっとお世話になって、たくさん日本人の知り合い友達がいて、みんな私を応援したり、特に6月あんなコロナの中で判決の日に少なくて100人ぐらい集まってきて、私も本当に驚いて、その日本人のそのあったかい気持ち、そこでもう一回すごく感じて。そうですね。国が認めなくてもその日本国民のあったかい気持ち十分私に、足りると思ってますね。そうですね。今この YouTube の配信でもアリさんの主張に対して共感しているコメントも多くありますし、アリさんの主張というのはごくごく真っ当なものだとも感じますし、何よりも今日こうやって、入管に申請してまで足を運んでくださって自らの声で主張してくださっていることに非常に感謝しております。ありがとうございます。改めてアリさんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。まずは日本人のこの当たり前平和と感じている中でもこういった声が生まれているっていうところを認識することがまず本当の最初の第一歩なのかもしれませんと感じました。アリさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして次の登壇の紹介をさせていただきたいと思います。次の登壇は少々お待ちください。次の登壇はですね、コロナ禍で外国人実習生を受け入れる徳林寺という寺院が名古屋にございます。厳しい労働環境からお寺に駆け込む実習生、そして助けを受け入れる住職、コロナ禍でお寺はどのような場所になっているのでしょうか。映像をご覧いただきます。さよならジャパン。
さあ今から一つあれ冷たいからね。冷たいねあれ。切ったら。I landed in Nepal. The culture of the Tokrinji made by the visitors, not in the from here. If somebody come here, they make the open the door and they make the culture of here. Like that. 先生今行きます。はい、行きます。はい、2時に帰ってますね。あ、はい。私英語わからない。英語全然わからない。全然戦争は戦争。でも、今後は危ないです。危ない。日本、日本、ピース。ああ、わかる。That's why. 日本に、行きました。私ね、カリフォルニア降りるなったら、帰るところない。だから午後ね先生お願いした。場所ない。自分の場所ない。仕事して。その時なんで事故あったわからない。なんで痛い。自分の見る。いっぱい肉と血出てた。それびっくりしてた。なんで全然わからない。この手直したい。きれいになりたい。Để em về đường cái nào đừng bỏ vô lát mình đốt. Hôm nay đi xe hả? Không đi xe. Không nói hả? Đó rồi con Quân lấy đi. Năm nữa dính dáng. Rồi con vô. 亡くなられた精神的な苦痛に対して。それは一緒だよ。聞いていただくのにお願いしたいのは、いろんな国の方の遠慮した言葉とかね、日本に来ると非常に不利な立場があるから言いにくいこともある。それからそういうので一つの言葉でそういうものを決定していかないで、全体的なことをしっかりと踏まえて保険金等がね降りるようにしていただきたいと思いますね。それはでも日本の人、ベトナムの人、あるいはアメリカの人とかいうような区別ではなくて、しっかりとその方に有利になるように出していただくようにお願いしたいと思っております。Đấy gọi là lắc gỗ đâu. Mình để bế thẳng đứng. 悲しいけどもね、こういうお金のことも話さなきゃいけないからね、大変だけど、chú đi cẩn thận nha, Thiến đi cẩn thận nha. Ở Di Đà Phật. だからまあ本当にかわいそう。このような外国人の事故も増えてます今。増えてます。自殺した人の送信もしました。それから会社で事故で亡くなったのを送信もしたですよね。本当にそういうここに骨がある方なんか何人もいますよ。いやもう。
Nam Minh đâu? Minh thì Phòng Đạt á? Sang Đạt Minh đâu em? chưa dậy rồi. Dậy chưa? Dậy rồi chắc ốm đấy. Chắc ốm rồi. Vào đi. Kệ nó đi. Phải dậy đi không thì Sao ở phòng biết mà gọi anh không dậy là sao? Gọi rồi. Minh hôm qua nhắc nhở mà còn Anhで今年コロナで急にそうベトナムの人が家がなくなっちゃった。仕事もない、お金もない、家もない、ということができてきて、じゃあまあそういう人たちをここで住みましょうということで、それは4月の最初ね。mỗi người nóng. gì mà ăn rồi. Nè, lấy cái muỗng mở lên. Cái muỗng mở lên. khoai lang đâu nó cũng xanh thì xanh cái bàn nó sáng này có mưa rồi bạn ăn đâu anh ơi いや私は年からすればかかったらこう一線を越えるかもしれないですからね、そういうことはもう最初に頭の中にありました。それで閉じてしまうと閉じてしまうことはできなかったっていうね。まあみんなの家作ったのは約束ですよね。1日でも、2日でもいいからね、ちょっと今日行くところなくご飯もない人がいたらね、サポートしますよというそういう約束をしてるわけですからね。その約束にいやまあ今回もどこかな選択肢はなかった。いつからなくなった？今年の1ヶ月から、1月から。1月から全然仕事ない。何ともかかないと思う。日本来たもが来た時もいっぱいお金かかりました。どのぐらいかかります？ 100万円ぐらい。100万円ぐらいかかります。そ会の会社にあげないといけない。でも今度どうやって払った？先でどうやって払ったこのやつ？自分のお金で払います。銀行から借りるお金。いた。Tao bóng à? Sống ảo hả Tâm? Đang sống ảo đó hả Tâm? Dạ đó. Hay. ルイさんは日本の仕事した時一緒に同じところ？同じところ。どの町？どこ？私京都住んでました。そう、関西も同じ？同じ。はい。
同じそうですんで同じ住んでた、はいそうです。日本に来た後で同じ住んでた？違う別はい、私会社に岩手県、私働きました。それから1年ぐらい仕事を働きました。それから私たちは逃げた。仕事大変ですから、毎日、日本人は、いじめられる。毎日泣いた。何も。すごい大変だった。はい。毎日私いつも仕事は思う仕事やります。行きましょう。肩枠やるとき社長が膝で頭に叩いた。社長の膝で？はい。びっくりしなかった。あとハンマーで頭に叩いて、で僕もその時はちょっと社長と喧嘩しました。それで肩枠の仕事を辞めました。何をして叩かれたんですか？僕はただ日本語、その時の日本語はまだ全部社長が何か言ったら全部わからないんで、仕事もなんか間違えてますから社長が怒ってた。社長さんに何か言ったんですか？やられた時僕もちょっと怒ってたから社長と喧嘩してで社長がお前ベトナムに帰ってくださいと言われたから、はい、僕も帰っていいと言って、でその時からなんか気持ち悪くなる。それでもう辞めました、会社。仕事は大変でも頑張るけど、なんか文句とかいっぱい言ったら僕も我慢できない。日本人のこと嫌いにならなかったですか？その時。日本人じゃない社長だけ。どこでも悪いと思いますでしょ。ベトナムとかベトナムでも。でも実習制度というのはあなたは実習に来たんでしょ、給料ではないでしょ、というなんかロジックがあるわけですよ、政府に。でも本人はいやいや私はお金をいいだけですからね。実習制度はそこで学べばビサイズではもう OK だけど、その人は働いてるわけですから、ちゃんとしたお金もらい方は逃げますよね。で他のどこで逃げた瞬間にビザのステータスも全てを失われちゃう。でその時にそういう逃げた時にあなたは逃げたからステータスなしと言います、法律でね。法律だって実際裁判じゃないけど、でも実際はここのにおけるコンディションがめちゃくちゃ悪いから逃げたわけですね。じゃああなたどうして逃げたの？もう一遍逃げたことは違法だけど、違法になるためには何があったんですかって全部聞いてくれて、あ、それはちょっとひどいね、じゃあやっぱり他のところで実習のチャンスをあげましょう、いうことになれば
こうまだその人の一つのこうその人が逃げたことのだけを絶対的なこうルールだけでなくて、もう少しこう現実のルールの運用というのが出てくるわけですよね。qua chơi dạy sức nóng béo. Sao hai ông dẫn bụng lên đời chứ? Tao lại tập bự thao bụng ơi. Tao còn ngầm nữa. Tao nó nhìn bụng phải. 白地こうどっかた払えことさいながら。よあばいやんカムがなイチャバイラアイゴさタパにカム払えこうね。タパにてよエウタてよモーメントモーメントま。テスコビルスね。R さんがバセラやしと今日3階バセバチ今日ビルスね。Một lần nữa nước mắt lại rơi, một lần nữa không thấy chàng về, chúng ai buồn ngồi ngẩn ngơ chờ chàng, chúng lại buồn ngồi ngẩn重いでしょ。全部つけて大丈夫ですね。結構重い。バランスを考えた方がいいかもしれんけどね。でも全部多分何枚8枚ぐらい。 8枚あるね。全部ないから。マンダラ団を作るときにね、もちろんそういう団を作りますけども、こういうネパールみたいに土で作るという習慣はないからね。でもこれはとてもいいので僕も好きなんですよ。Tân An Lạc. Quá có chiều không rồi. Thêm để rộng ra mọi người. Để cắt ra một ô gạch đi. Cái hàng mét rồi đi. Ui, của chị với nhau. Không phải em để đâu. Đây chị đây em đây. Lại chưa cười quá mỏi miệng.
てられるということは本当にそういう意味では素晴らしいことでね、ある意味ではその瞬間は非常にこう辛いし苦しいことですけどね、でも捨てられきっちゃうともう自分はもうそういう人たちに関わりないね。もう自分になれるから、ここは今みんな自分が自分になれるとこですね。よかった。確かのめりもらったよ。うわありがとうございます。できました。できました。ずっと待ってるんですよ、このメール。Bây giờ tôi nói với anh em như thế này này, bắt đầu chính thức từ giờ phút này trở đi là tôi thành Sa Lan. Đây là Sa chị à? Em cũng khóc mà mình khóc à? Ai? Nhớ thầy chứ. ご覧いただきましてありがとうございます。会場にはディレクターのディペシュさんと斉藤さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私自身映像を今拝見させていただいて、日本に希望を持って働きに日本に来てくれて、暴力だとか厳しい環境、そして身を守るためにその環境から逃げてしまうと在留資格がなくなってしまうということですよね。不法滞在になってしまう。そんな中、なんとか仕事を見つけていたけども、コロナ禍でその仕事さえも失ってしまって母国へ帰るしか選択肢がなくなってしまうというところになかなか胸の詰まる思いでしたけども、お二人がこの徳林寺様を取材するきっかけっていうのはどういったところにあったのでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません、私の日本語はあんまり上手ないんですけど、とんでもないです。頑張ります。はい。2年前ぐらい、私は最初はこのソフィア大学のコラボレティブ研究者田中雅子と一緒に名古屋へ行っていた。その時は高岡さんに会って、なんかネパールの10年ぐらいの経験と、今日本のこの名古屋のちっちゃい町のちっちゃいこのお寺ですごいなんか素晴らしいこと知ってたことはなんかすごいインプレス、自分ですごいなんかインプレスして、いろいろな国からアフリカからアジアからいろいろな国からなんか問題あって、そのところに来たこの移民たちのなんかサポートしてこの人たちの将来のために高岡さんから
することはなんかネパールの10年の経験あってそのことは始めた感じ分かってすごいなんかインプレスしてその後で一緒に浅見さんに一緒にこの話シェアしてこのプロジェクトはいいかなこのグローバルオーディエンスのためにもこのプロジェクトいいかなと思ってプロジェクト始めましたね。その後でコロナもなってコロナなった後でもこのトクルンジからこの今のこのグローバルコロナのクライシスで前みたいに続けてこのアクティビティ続けてなので私たちもなんかインボルブして作っていました。はい、なんかある？ありがとうございます。今日はその徳林寺の高岡さんと Zoom で、接続しているということなのでぜひつないでみたいと思います。ちょっと接続の準備入りますので少々お待ちください。接続できますでしょうか。ぜひね今お話にあったようにご住職の10年間のネパールでの経験というところもぜひお話直接ご本人からお伺いしたいと思いますので、ちょっと Zoom でつなぎたいと思います。高岡さん聞こえますでしょうか。聞こえてないです。ヘッドホン外していただけますでしょうか。ちょっと聞こえないですね。聞こえてないみたいですね。ちょっと接続かつながったんじゃないですか。聞こえてますでしょうか。聞こえてないですかね。映像は今聞こえますでしょうか。はいはい、聞こえてます。はい。ヘッドホン外していただけますでしょうか。ちょっとヘッドホンはね、音が聞こえなくて、それで撮ったんです。ちょっと聞こえてないみたいですね。ちょっと接続が今時間かかってます。つながったんじゃないですか。つながりましたか。時間がかかって聞こえてないですかね。聞こえてます。聞こえてます。声でしか。映像は今聞こえますでしょうか。はいはい、聞こえてます。はい。聞こえてるけどこれラグがあるんですかね。ちょっとヘッドホンはね、音が聞こえなくて、それで撮ったんです。なかなか初めての試みですが、ちょっと会場と高岡さんの方の映像でもこれラグがあってなかなか会話が難しそうですかね。ちょっと今環境設備の方で確認しております。どうにか高岡さんと会話してお話しさせていただける環境を整えたいなと思っているのでもう少々お待ちください。そうですね、ちょっと今高岡さんとの会話して聞こえましたか、こちらの声は。連絡ちょっとまだラグありますかね。高岡さん聞こえますか。そうですね。もしあれだったら電話とかなんとか。そちらの方がなんかオフになってる感じ。すみません、ちょっと高岡さんにもご心配をかけてしまって。会場のマイクがオフとなっております。はい。今はい。はいはいはい、聞こえてます。はい。はい、わかりました。はい、そのように。じゃあちょっと、急遽Zoom と電話で音声と映像で接続させて。そっか。電話の声はネットには乗らないですもんね。はい。はい。よろしいですか。そしたらちょっと電話を通じて質問させていただきます。ぜひ高岡さんにお伺いしたいのは高岡さんご自身がネパールに10年間いらっしゃったことがこの実習生であったりこの移民の方を受け入れるきっかけになったのかなと思うんですけども、ぜひそのネパールでのご経験をお話しいただけると嬉しいです。私のはいはい。
ネパールの体験っていうことですか？はい。私がネパールへ入ったっていうのは1970年です。当時の日本の状況というものがありましたね。私がちょうど、大学終わった後でしたからね。で、その頃の、日本の文化的状況とかいいのか、経済的な状況とか、あるいは、ベトナム戦争とかですね、そういったさまざまな環境の中で、ふらふらっとネパールへ行って、ある意味ではドロップアウトでこのさようならジャパンだったんですね。それでネパール入って、逆に、異文化の中に入ったことによって、人は非常にショックを受けたんでしょうけども、ショックというものが逆に、自分にとっては非常に自分の塞いでいる心を破ってくれたというところがあったように思うんですね。それ以降はネパールへ入って、最初は本当にいわゆる貧乏旅行というのか、インドネパールとか、アフガニスタンおよびスリランカあたりをですね、ぐるぐる回って、旅をしてたんですが、その後ネパールというところに出会って、ネパールに長期滞在ということになっていったんですね。でそこの中で、自分のベースとしては、もちろん仏教というものがあったわけですけども、仏教の実際の社会での展開というのはどういうものかというのを、仏教ばかりでなくて、ヒンズー教およびそういったよろしいですか？私の声聞こえておりますかしら？聞こえております。そういう中で、ネパールの文化というものにでいくというのか、ネパールの人たちの生活に、非常に自分が開かれていったというんですかね、ある意味では自分が自分らしくなっていったのかもしれませんね。ありがとうございます。具体的なもの、そしたらやっぱりご自身がこのネパールに行かれて不安を抱える中、10年間、ネパールでの経験でその仏教も見つめ直すきっかけにもなったし、このサポートを受けたいろんな方のサポートを受けて自分自身も日本帰ってきた時に今度は誰かを支える番になったっていう、そういった経緯だったんでしょうかね。ちょっとね、私ね、やっぱり音がね十分聞こえないんです。私の耳の当て方が悪いのかね。いいえ、とんでもないです。高岡さん、今この声は聞こえてますか？これはよく聞こえます。ありがとうございます。ちょっとこの形で会話させていただきますね。そしたらやっぱり高岡さんご自身がネパールで不安を抱えながら10年間過ごされたきっかけが、仏教としても見つめ直すきっかけにもなったし、ご自身に大きな影響を与えたっていうことですよね。そうですね。それはもう本当にあります。そうなんですね。ちなみに、今映像でありましたみんなの家っていうのは、今何人くらいいらっしゃるんですかね？実はね、いらっしゃることはいらっしゃるけども、昨日というのか、今日と言った方がいいんですが、今日全員がですね、成田を立ちました。全員が母国に戻れたということですかね？そうですね。今年最後のですねフライトだからということで、特別に特臨にいる人たちは全員返しましょうという大使館の方からの決定があって。そうだったんです。まさに今日、すごいですね。そうなんですね。びっくりして、むしろショック状態に我々サポート側っていうのか、実際にはサポート側とそうでない側っていうのはないんだけども、結局残されてしまった我々はショック状態をして、そうですね。嬉しいことではありますけど、ちょっと寂しさもあるっていう感じの状況ですかね。嬉しいこと、もちろんおめでとうではあるんですが、そうですよね。でも我々はこれまでずっと楽しく過ごした時間でしたから、あれっていうような感じで、そうですよね。急にみんながいて、本当に学校みたいな素敵なコミュニティだったのが
急にこうなくなってしまうと寂しさもありそうですね。そうですね。もともとこの生活というのは、はい、こう入る瞬間とか入り口はね、辛い状況から出してくださいということで受け入れるわけですけども、はい、それが忘れれば本当にこうお互いに対等というのか平等というのかこう共に生活する仲間という形でしたからね。そうですよね。ちなみに、実習生の方々で皆が皆厳しい労働環境だったっていうわけではないと思いますけども、お寺に、助けを求めてくださった方は皆厳しいこう待遇にあったりだとか、ちょっと心にも傷を負って助けを求めている方も多くいらっしゃったと思うんですけども、そういった方々に対してはもう日本自体が日本全体ではないって言い方してましたけど、ちょっとこう不信感とか恐怖心を抱える実習生の皆様とはこうどういった形で寄り添っていらっしゃったんですか？そういう問題というものは個々別々なもんですからね。確かにそれ個々別々な形での対話とかそういうことはあり得ても、全体のこのコミュニティというものについてはお互いにそのことは理解はしているけども、ここにおけるどうですかね、コミュニティのお互いの生活感情というのはあまり変わらないようにというのか忘れようというような形でですねやっていたと思いますね。そういった意味では話を聞いてもらいたいときにはもちろんお話を伺いますけども、あえて全てをオープンにさせるとかではなく、本当にその人が安心できる環境を個別に作っていったっていう感じなんでしょうね、きっと。そうですね。まさにそのようにこの時空間で一つの切るということですよね。ずっとこのこれからの問題というのはここで体験したような気持ちというのか育んだものをまた違うところで発揮してくださいと。そうですね。したがって一つのね種を育てるというのかね、本来ここに来たら自分らしくしてくださいっていうんですかね。そういう形でできるだけ生活を共にするということだったんです。はい、それこそみんなの家にいた方々は、きっと日本にいて辛い思いもあったと思うんですけども、高岡さんと徳林寺という、この環境があったおかげで最後に日本で安心を感じて最後母国に帰られたんじゃないかなと思っております。実はね、私だけではないんですね。はい。実はたくさんの方が関わってくださって、また日本の方もね、一人一人の個性というのか、アプローチする心があって、はい、そういうものが総合的な形でこのコミュニティが成立してたもんですから、ある意味では私というのは最初のきっかけを作っただけで、他の方の力というのは本当に大きかったと思います。それは他の方というのはベトナムの方も含めてですね、はい、だからその時に面白い文化がなんていうんですかね、出てきた。だから一回一回お別れでバスをお別れするんですね、一回一回。はい、でもその一回一回がね、また違った雰囲気、あるいは違ったお祭りっていうのかね、もうお祭りと言ってもいいぐらいで、この1年間お祭りしてたような感じがするんです。そうですね、その感じは映像を見てもすごい感じ取られたので、はいはい、高岡さん自身も映像はご覧いただいてますか？見せていただきました。本当にね、カレルさんのね映像力というのか、はい、感動しております。よかったです。ありがとうございます。すいません、今日こういった形でズームと、はい、ちょっと切れちゃう部分もあって
ご心配かけてしまって申し訳なかったです。いやいや、私もね、だいぶ緊張してね。とんでもないです。ありがとうございます。いやおります。はい、はい今でもまだ緊張しながらね、初めての体験で本当に嬉しく、ありがとうございます。お話伺えてよかったです。ありがとうございました。はい、どうも本当にこちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。なんとかなりました。よかった。ありがとうございます。すごい高岡さんからもネパールの経験もお伺いできて、どういった経緯でこの今のみんなの家のコミュニティができたのかというところもお話は伺えたので、ここはすごく良かったなと思っております。最後にディペスさんと斉藤さんにお話を伺いたいんですけど、このなんか映像にこう載せきれなかった部分とか、どうしてもこう身近にいて伝えたいことなんかがありましたらお話を伺わせていただければ。Maybe. 高岡さんも今おっしゃってたように、はい、徳林寺の文化は皆さんが作ってくださるとおっしゃっていて、でどのように寄り添われたんですかってさっきご質問があった件で、こちらに日本人の方がいっぱいいらっしゃっていて、一緒にサッカーをされたり、一緒にカラオケを歌ったり、日本語を教えてくださったり、そういった方々の映像が今回ちょっと時間の関係で載せきれなかったんですけど、ベトナムの方たちもそういった方に触れ合うことですごく最後に温かい気持ちになって帰られたっていうお話は彼らから聞いてます。よかったです。ジペスさんからも。いや、私も今の時代にはこの徳林寺はちょっとなんかモデルかな、世界に日本だけでなく世界の中でも今知っていることはなんかモデル、このコロナのクライシスにはこのアクティングとリアクティングはこのモデルみたいにことを思って、みんなこの徳林寺の高尾さんと周りのいろいろな日本人の方は一緒にこの人たちの最後の今からこの人たち今から出た後で日本に来ることはできない、この最後の経験はすごいいい経験で書いたので、将来は日本人とこのビエトナム外国人の関係になるかなと思っています。そのいっぱいことはまだまだこの映画には入れてないんですけど、でも皆さんに本当にいろいろなボランティアたちと皆さんにの仕事をすごい参加してありがたいんです。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。それこそ今映像に収まりきれなかったっていう言葉がありましたけども、私自身はサッカーの映像だとか、本当にみんなが安心した歌っている映像とか、安心してこうみんなで食事したりとか、こう共同作業をしている姿を見て、その温かさとか安心感というのは伝わったので、非常に彼らにとっては最後に母国に帰る前の温かい経験だったのではないかなと感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。それではディペスさんと斉藤さんにも大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今3つの登壇が、終了いたしました。ありがとうございます。ここで一旦登壇は休憩させていただきます。ここからはちょっと音楽の演奏をお楽しみいただければと思います。先ほどですね、テニスコーチのさやさんと、セッションしていただきましたエコスティックの皆様に演奏していただきたいと思います。それでは演奏をお楽しみください。またこの時間で、ちょっとした情報提供させていただきたいと思います。今107名の方が視聴中でございます。ありがとうございます。また皆様本当に映像もご覧いただいて、コメントの方もありがとうございます。皆様の、コメント共感というところも登壇していた方々には伝わっていて、コメントが非常に共感していただけたのが嬉しいですっていうコメントもいただいております。ありがとうございます。冒頭にお伝えさせていただきましたが、我々はこの作品でどこかに商業用にするっていうところではなく、あくまでも皆様の声に耳を傾けるというところに、中心にやっております。詳細欄の方にご支援についてのお知らせというところもありますが、こちら使用使途としては本当に運営の継続性、それから勇気を出して登壇してくださっている方への御礼という形で
ご支援に関しては使用させていただいております。今後もドキュメントなかなか今の社会で声を発信できない方々のために継続させていただきたいと思いますので、共感していただいた方はですね、ぜひ詳細欄のご支援についてのお知らせというところからご覧いただければと思います。引き続きドキュメント2020本日と明日ですね開催させていただいておりますので YouTube でご覧いただければと思います。それではお楽しみください。一旦失礼いたします。コメントで1つ目の登壇のテニスコーツさんとのエコスティックさんのコラボが非常に素敵でした、感動しましたっていうコメントを多くいただいております。ありがとうございます。このエコスティックさんとの時間の中でもテニスコーツさんぜひ、ご一緒にできるタイミングがございましたら演奏セッション期待しております。 YouTube を視聴していただいている、方々もぜひとも一緒に見て食事お酒を楽しみながら演奏を楽しんでいただければと思います。
二人のソロが聞きたいのよ
も出てくるものがある。何が起こるかわかりませんので。ありがとうございます。エコースティックス。ありがとうございます。改めてエコースティックスの皆さんとテニスコーツのお二人に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。コメントもすごいですね。 YouTube のコメントも非常に感動しているコメントがたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとう。本日からですね、始めさせていただいておりますドキュメメント 2020Day1 でございますが、後半戦でございます。後半戦もですね、ぜひ登壇の方楽しんでいただければと思います。今準備中ですので少々お待ちください。後半はですね、トークセッションと、映像の登壇がございます。セッティングまで少々お待ちください。前半のですね登壇に関してもコメント共感いただいておりまして、この本当に一緒に、感動してくださっている方もそうですし、あとは一緒に怒りを感じてくださっている方、それからそうですね、初めて知ったっていうこの新しい好奇心の感動もコメントいただいております。ありがとうございます。引き続きぜひですね、このチャット機能でコメントも受け入れたいと思いますので、ぜひお伺いしたいこと、質問等もですね、ぜひ気軽にですね投稿していただければと思います。初めてのオンラインの、ドキュメメントイベントでございますけども、初めてのことでちょっと映像等の不具合もございましたけども、初実践という形で進めていきたいと思います。後半は、トークセッションと登壇、映像の登壇でございます。それでは準備が整いましたので始めさせていただきたいと思います。後半の1つ目の登壇はトークセッションでございます。ゲストを招いてのトークセッションでございます。それでは早速
ゲストの紹介をさせていただきたいと思います。ゲストはこの方でございます。TBS 報道局記者キャスターディレクターを務め、2010年より報道特集のキャスターを担当していらっしゃいます金平重則さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、ドキュメメントからはドキュミームのディレクター松井さん、内山さん、久保田さんに登壇していただきます。よろしくお願いします。全員座れますかね。ありがとうございます。まずは金平さん、お忙しい、タイミングで時間を作っていただきましてありがとうございます。ぜひ今日はこのメンバーで、トークセッションとして60分間ですねお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね金平さんにお伺いしたいのが、ドキュミームにコロナ禍の映像ドキュメンタリードキュミームに関心を示してくださったきっかけをお話伺えればと思っております。こんばんは。私このドキュメントですかで存在知らなかったんですけど、はい、で不勉強なもの申し訳ないですけど、とんでもございません。久保田さんたち内山さんNHK の BS1 スペシャルでやった、東京なんだっけリトルネロですよね。リトルネロをたまたま見たんですよね。それで引きつけられて、こんな面白いものを作る、しかも NHK で、NHK でこういうものが流れたっていうのですごい同じ仕事してるものとして元気づけられたっていうか元気になってすぐさま連絡取ったんですよ。これ誰作ったのっていうふうに。それで見たら最後の字幕のところにですねあれっていうので久保田さんの名前が出てたんであれと思ってで僕は久保田さんたまたま、知っててですね知ってたっていうよりもこれは今日来てるのかな分かんないですけどその赤木雅子さんの取材をしている時に彼を紹介されたんですよね。で今ドキュメンタリー撮ってるんですよっていうんでそれで面識があったんで彼がこれで加わってるんだっていうふうに言ってすぐに電話をして、話聞きたいからって言ってちょうど僕は早稲田でゼミをやってるもんですからでドキュメンタリーのことをみんなでいい作品だけを見ようっていうゼミなんですけどね。でそこで連絡をしたらいや僕だけじゃなくて作った人みんな来たいって言ってますっていうふうに言ってそれで皆さんに来ていただいて、学生に見せてですねその後、ディスカッションをしてその後なんかどっか行きましたよね。足りなくて時間がねとてもで話をしたんですけど今コロナの時代でしょ。でコロナ禍とか言われてますけどこういうふうに集まってること自体が不届きもんですよね。というふうに言われてしまってるんですよ今。で僕も今放送終わったばっかりで反省会をすっ飛ばしてここに来たんですけどそれはここに集まってるところに初めて参加していただいて作られた方といろんなことを話し合いたいというふうに思ったもんですからね。僕はもういい年ですけど若い人たちがこういうものを作っていってしかもなおかつなんだろうな突っ張ってってるのがいいんですよ。でなんか昔僕らがテレビ局に入った頃って僕は TBS に入ったんですけどね TBS のドキュメンタリーってむちゃくちゃ面白くてね「あなたは?」とかねそれから「私のトゥイギー」とか「私の火山」とか「日の丸」とかフィルムの時代ですけどもとにかくとんでもないものを出してましたよ。今見たらねきっとみんなぶっ飛んじゃうようなでそういうなんていうんですかね実験的なことをどんどん社会に切り込んでやっていくみたいなのが当たり前のこととしてあってそれをちゃんと許す土壌っていうかだって何のためにこういう仕事してんだっていう時にそれがみんな共有されてた時代ってあったんですよね。で
そこで僕らはそういう記憶があって今も細々と仕事を続けてるのはやっぱりそういうものを引き継いでいきたいっていう思いがあったんで、それがほとんど絶滅したかと思ったらなんか突然変異みたいにあそこでボコンと出てきたんで、なんか嬉しくなってですね、それで連絡取ったっていうのがきっかけだったですよ。それでなんか話を聞いたらとても突っ張ってる人で、初めから喧嘩を売るような感じでいいなと思って、そういう人なかなかいないから、で今はみんなと喧嘩しないようにしようというふうにしてるでしょ。対立しないようにとか、なんか声を上げたらなんか周りから浮いちゃうんじゃないかとか、そういうでも、僕はたまたまお会いした3人はそういう人じゃなかったからで、そういう人って結構今いてですね、僕はそういう人の作ってるものを楽しみにしてて、それは年齢とか所属とか、性別とか関係なく、国籍とか関係なく、とにかく面白いもの作ってる人っていうか、あとこうチャレンジするというよりもこうなんか喧嘩売ってる人は割と好きなんで、そういう人は今いなくなっちゃってるんで、そういう人とつながりたいなという気持ちで来たっていうのがきっかけですよ。喋りすぎたねちょっとね。とんでもございません。ありがとうございます。それではそのきっかけとなった作品、映像の方を皆さんと一緒にですね見たいと思いますので、映像をご覧いただきたいと思います。新型ウイルスの感染拡大が止まらず、世界では医療体制の逼迫が深刻な問題となっています。入院した患者が PCR で陽性になったって言っても看護師が検査してもらえない。先週から都内におきましては感染者数がさらに増加をいたしております。日本の政治っていうか本当に何もしてくれなくて、東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。もうちょっと日本人って温かくなかったっけ、日本人ってこんなんだったっけって。全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと緊急事態宣言を発出いたします。学費を稼ぐために一番いい職業だった。コロナで怖くても仕事出なきゃいけない。300件の接待を伴うお店を個別訪問をしてまいります。でバブルになったらキャバクラとかいい女求めて、ね、ギャラ飲みとかってガンガン呼ぶけど、なんだろう、そうでいざ自分がピンチになったらそういうやつらばっか先に切り離して、なんだある程度の文明なんてもう滅んじゃうと思うもんね、この時に。この店も自分の子供みたい。終わり。さよならさよなら。コロナの緊急宣言の時の生活と仮お前の生活は大した変わりがないと思いますね。Buraya büyük geldik biz. Koskoca Japonya'da bize yer yok. Hadi Michael Wilson diye baba geneこダメ。まあ自分の責任なんですかね。今こういう社会にしたのは誰ですか？安倍は貧乏やってみろ。安倍は貧乏やってみろ。安倍やめろ。安倍やめろ。安倍やめろ。あぶり出されてきてるから、この間放置してきた問題が全部出てきちゃってるから、本当に来てくれたみたいな感じになってる。そんなことは世の中であるんですかみたいな形になったから泣いてたよね。貧困っていうのは優しくない社会の結果じゃないかな。2020年東京オリンピック目前、パンデミック国家緊急啓発令、愕然とするために降りてこないシードマネー、首都東京新宿歌舞伎町、今捕まるなんて冗談じゃねえ。焦りと怒りと絶望というか、金も回んないし、どうしようもなくっちゃって。そんな方が楽なのかなって、こんなことあっ
っちゃいけないよなと思って。何か信じたいっていう、より良い社会が出てくるとは思わない。子どもたちに対する申し訳なさ、終わりかなと思ってた。ありがとうございます。今東京リトルネロの、トレーラー見ていただきましたけども、この作品を撮るきっかけとなったのはどういった経緯があったのでしょうか。松井さんに伺いたいと思います。はい、松井と申します。金平さん、今日はありがとうございます。はい、喧嘩っぷりがいいということだったんで、今日は強気で行かせてもらいます。はい、この作品を撮るきっかけはやっぱり政治ですね。コロナの前の3月の時点で、非常に僕は東京生まれ東京育ちなんですけども、非常に苛立ちを感じていて、100年に一度の開発だとかですね、そういうことをオリンピックを名目に、何か自分が生まれた土地がどうにもならなく変わっていってしまう。それも何かその側だけ変わっていってしまって、人間の感情というかそういったものがこう人間味みたいなものが街から失われていくような感じがあったんで、そこに対して3月の時点で、俺は東京をドキュメンタリーに撮ろうということを決めました。で、そこから始まって、この内山という仲間と共に、あれですね、コロナが来た後ですね、自分たちができることをしようということで、大手のメディアは取材に規制をかけて、そして、取材禁止になった。だけれども僕らは街へ出ようということで、逆のことをして、そして、ここにいる久保田に声をかけて、3人でバラバラにあちこち取りに行ったという経験を積み重ねて、で SNS でアップしながら要するにこの映像をどうしようかと思ったかというと、僕らはテレビでずっとやってましたから、映像ができて納品して終わりなんですね。でその中心にはやっぱりお金があるんですけれども、そうではなくて、お金とか、そういったことはもう一切考えないと、全部自費でやる、で自立性を保つ、で本当に社会の中にドキュメンタリーというものを放り込んだときに、どんなところの関係の中の間に立てるか、あるいは役に立つものが作れるのかっていうことですね。役に立つということをやっぱり作り手というのはこれまで避けてきてると思うんですけども、これ思いっきりやってみようかなと思ったんですよ。つまり支援者と共に話し合って、当事者にも声を聞かせてもらって、困窮している人にも取らせてもらうわけですよね。その後にじゃあ同じように困窮している人が何千人何万人いるかもしれないっていう状況なんですよね。つまりネットカフェ難民だったりとか、あるいは今だったら若い女の子が本当に体を打ったりしながらなんとか生活してるんですけれども、やっぱりみんな抑圧の中で、いろんな抑圧の中で言えないんですよ。そういう人たちに対して僕らがね動画を作ることによって、じゃあ支援とつながることができるとか、じゃあ1万円2万円が足りないっていう人に対して何かができるんじゃないかっていうことをやっぱりやってみたかったんですよね。そのことが一番の動機です。はい、ありがとうございます。今東京リトルネロのこの撮影をするきっかけというところをお話しいただきましたけれども、金平さんも報道という立場でドキュメンタリーとはまたちょっと立場が違うのかもしれませんが、今のこの経緯を聞いて、この映像からそういった希薄さっていうところを感じ取られたのでしょうかね。今のお話聞いてて、大手のメディアが取材に規制をかけてやめるようになったっていうのは、これは事実ですね。禁止とかっていうんじゃなくて、要するに自粛とか忖度とか自主規制とか、そういう形で自分たちの手足を自ら縛っていったっていうのが、だから禁止なんかされてないですよ別に。でただそれが政府や行政がやってる、あるいは役人がやってるような忖度を批判できるのかって話ですよね。で自分たちが取材とか出ないっていうのは、特に僕らのドキュメンタリーを作る場合も、僕らの仕事も、取材するっていうのは基本ですから。で基本っていうのは人を傷つける場合もあるし、人と真剣勝負になるわけですから。でそれが、やらなくなっちゃうと何やるかっていうとですね、コピー&ペーストやったりですね、あるいは伝聞を元にして話す、それから
SNS が主戦場になってですね、そこでいろんな言葉を拾ってきたりして、そこで発信をするというようなで、それと僕らが作ってる報道の元々の基本とは違うというふうに僕は思ってるんですよ。そういうふうに教育されてきてしまった人間ですから、もう40何年もやってるんですけど、おそらく皆さんのもちろん出発点もやっぱり現場に出て当事者の声を聞いてみないと分かんないとか、当事者は何考えてるかとか、それから声を上げられない人の声を自分たちが拾うんだっていう、そういう思いがあったわけでしょ。そこは一致してるんだと思うんですよ。本当につまんない話ですけどね、例えばこの間アメリカの大統領選挙ってあったんですよ。ね。でこれ良くも悪くもあそこのトップが誰になるかって、それから誰が選ばれるかってすごくその後の世界の動向には大きな影響を与えてて、むしろそのプロセス、誰が、例えばトランプは今度負けましたけど、誰がトランプを倒したかとか、どういう力が働いたのかっていうのは目で見てみないとわからないでしょ。誰も行かなかったですよ。僕は本当にこんなことに番組のプロデューサーが諦めたんだと思いますけどね、あんまり行きたいっていうもんだから。で諦めて、行ってくださいって言うんで、PCR 検査6回受けました。でそのぐらい、つまり行く直前向こう行ってアメリカでも移動するたびに受けて、それで帰ってきてまた受けて、それで2週間自主隔離とかいうようなことを経て今ここに来てるんですけど、それまではテレビのスタジオには行かなかったですよ。来るなって言われて、でそのぐらい、つまりなんか分かんないですけど、今メディアの現場に関わってる人たちも恐れてるっていうか、僕らの今僕は主に仕事してる TBS なんかは、こうやってインタビューするでしょ。昨日僕が今週だと自立支援をやってるもやいの、大西さんのところでインタビューしたんですけどね、インタビューする人とされる人の間4メートル空けろって言うんですよ。で普通人と話をするときにこれ限界でしょ。4メーター以上で話とか僕できないと思うんですよね。ところが4メーター離れろっていう。でそれが自分たちの中にまるでなんか規則みたいに、誰が言ったわけでもないのに、そういうでカメラマン怯えてるわけですよ。これ後から何か言われるんじゃないかとかね。それから、そういうような NHK も同じでしょう多分。それから日本テレビとかいわゆるマスメディアって言われてるところの人は、そういうような縛りを自分たちで作って動いてるんですよ。で当事者の声なんか拾えるわけないじゃないですか、そんなことやってると。そういうのに対してものすごいなんていうか、自分なりにはものすごい怒りを覚えて、でそれを破るようなことをアメリカの大統領選挙は僕行ってきましたけど、ですごい密な、こんなもんじゃないですよね。トランプの集会とか行くとみんなマスクもしてないし、それでもう押し合いへし合いで、僕らは行くとですね、アジア人だからすぐ分かっちゃうんで、アジアのメディアが何しに来やがったみたいな感じでこうやってやられたりね。でそういう目に遭いながら仕事をしないと分かんないですよ、何起きてるかって。で僕はそれで終わって帰ってきて、自主隔離中にテレビ見たらですね、アームチェアに座ってるような、これが今後の日米関係はどうとかなんとかって、もうひどいと思いましたね。こんなやつらに何が分かるんだっていう、そのぐらいの気持ちで、さっき喧嘩売るみたいなことで言うと、こんな人たちにこんなこと言われたくないなっていうような思いっていうのは常に今でもありますね。でそれは僕らの中で、例えばワイドショーのコメンテーターとかいうおしゃべりな人たちが言ってる言葉っていうのは、この人たちの言葉っていうのは現場に裏打ちされてない、聞きかじりだったり伝聞だったり、あるいは誰かから言ってくださいって言われたような、商品の言葉ですよね。そんなものっていうのは早く駆逐された方が僕はいいと思いますね。だけど今のテレビの世界とか、あるいは活字の世界もそうで、あるいはもっと言うとドキュメンタリーの世界だって、そうじゃないものがとそうであるもののせめぎ合いみたいなのがずっと続いてるみたいなのがあるんで、もう何度も言いますけど、さっきの東京リトルネロを見た時はなんか胸がすくうような思いがしたっていうか、それであんまりにも嬉しくなってね、確か Facebook かなんかにね、
NHK の辺境最新聞にぐさっと来たとかなんかこう書いてあるんですよね。で辺境最新聞なんて書いてあるとっても失礼なことをBS とか ETV 特集とかバリバラとか、心の時代とか、僕そういうのばっかり見てるんですけどね。でそれ辺境最新聞なんて書くとすごく怒られる失礼な言い方かもしれないです。僕はだけどそこで流れてるものが NHK を支えてるんだと思いますよ。今ニュースウォッチ9とかニュース7とかそれからなんかそういうもので流れてる情報って本当ひどいし、でそういうものではないっていうか、おそらくそうじゃない志を持った人って結構いっぱいいてですね、それがなんか奇跡的に流れちゃったっていうか、どうびっくりしましたよね。でもね、多分そういうものが流れても、あれは素晴らしいんだけどやっぱりあれを評価しちゃうと俺がまずくなるんじゃないかみたいなことを考えてる人がいるみたいで、不思議ですよね。だから東京リトルネロのことをこうちゃんと言及してるなんか公表とか、テレビ表とか見たことないんですよ。なんでですか。変だなと思うんですけど、例えばギャラックなんていう雑誌を僕が見て、あそこでこう、月間でどういう作品が優れてるとかって書いてあるでしょ。でも一応ざーって斜めで目閉したりするとね、もうなんかおとなしい優等生みたいな作品はちゃんとこうピックアップされてるけど、東京リトルネロとかはピックアップされてないんですよ。で変じゃんっていうふうに思うわけですよ。でそれ誰が見たってそれはなんだろうな、近づいてるし、それ現実に一番近いところにいて作ってるにもかかわらず、そういうものがなんかこう、なんだろうな、お前やりすぎだよみたいな感じで、無視されていくような排除するシステムっていうのが NHK の中にも、あるいはこう今の放送業界の中に、あるいはもっと広く言うと表現をする人たちの間でビルトインされちゃって排除するシステムみたいなのができちゃってるような気がしますよね。だから、もっと本当は毒のあるものとか、それからトゲのあるものとか、ちょっと触ったら血が出るようなものとか、そういうものっていうのを本当は今の時代はどんどん出していかなきゃいけないんだろうっていうふうに僕は考えてるんですけどね。もうなんかね、この年になって今もうすぐ67なんですけど、なんだろう、このままくたばった時にお前ら21世紀の2000年代2010年代2020年というこんな歴史の節目の時にこの程度のものしかお前ら出してなかったので、その時何してたんだみたいなことは言われたくないし、でこんな状態のテレビの放送とかっていうのを残していきたくないなっていう思いが最近ものすごく強くしてるっていうのは考えてることですね、正直言うと。こんなことをでも局の中では反省会とかそういうところでもなかなか言えないんじゃないかななんで言っちゃうとなんかね引いちゃったりする人がいてね、でも言わないよりは言う方がいいですね。ありがとうございます。まさしくおっしゃっていた傷だとかその毒だとか現実に近いところからの声というものをやっぱり届けたくてこういう場所を作って1年に2日間ですけど、もう噴火口みたいにここから出てくるという状態を作りたいな、アジールというか解放区みたいな場所を作りたいなと思ってこういうことをやってました。僕もテレビでずっと制作を続けていたんですけれども、そこからやっぱりありのままの現実にたどり着かないなと、これを伝えること運ぶことが俺はできなくなるなという気がして、そこから脱することにこの 4,5 年ずっとかけてきました。でお聞きしたいのは僕は取材に行って現場で声を聞くとその声が寝てる間に夢になって出てくるんですね。でそうするとこの人はこういうことを言いたかったんだって目が覚めてる時に分からなかったようなことが分かったり、これを言いたかったから俺はこうやって運ばなきゃいけないんだっていう風にして、なんか声の方に頼まれるような感じで取材を続けたり編集に入ったりっていうことがあるんですよ。そうなると僕が面白い現場を追い求めていったっていうのは最初にあったかもしれないけど、それだけじゃなくてなんというかな、僕がやらされているというかドキュメンタリーを作りたいんじゃなくて作らされてるような状況に陥ることがありまして、なんかこの間金平さんと
お酒を飲みながらお話ししていたら、こう自分がこの仕事を続けている理由はやっぱり出会ってきた被写体の声を聞いてしまったからだっていうふうにおっしゃってたんですよね。何かすごく僕は近いものを感じまして、金平さんのその原点だったりとか、やっぱりこの人に会ったから、こういうことがあったから、やっぱり今も続けてるんだ、この声を運ぶっていう仕事を続けてるんだっていう、そういうことってありますか？まあ僕はそんな偉そうなこと言える人間じゃないんですけど、たくさんもう40何年も1977年以来だから43年かテレビの報道ばっかりやってきた。でいわゆるこうスクエアなさストレートニュースみたいなものも記者クラブなんかにもいたりして、あるいは海外の特派員とか やりながら、そういうストレートな話はやってきましたよ。やってきたけど、なんかね、振り返って最近もすごく振り返ってみて、パーってこう40年ぐらい前とか、あるいは30年ぐらい前とか20年ぐらい前ってすごい昔ですよね。で若かった時にそういえばこういうの昔作ったよな俺とかっていうようなのが、記憶としてこう急に蘇ってきたりすることはありますね。でね、つい最近そういうことがあったのはね、渋谷でバス停にいたホームレスの女性が、その近くに住んでる引きこもり気味の人に、46歳の男性かな、夜中にレジ袋に石かなんか入れたので殴られて死んじゃったのがありましたね。でその時にその話を聞いて、亡くなったのは今年の春まで64歳でスーパーなんかで働いてた人ですよね。ヤクルトおばさんもやってたんですって。もうすごく一生懸命働く人で、生活保護とか受けるの嫌だからってたくさん仕事掛け持ちしてた人で、その話を聞いた時にバス停にこう全部仕切りがありますよね。であれはそういう仕切りができたのはいつなんだろうみたいな、それ、当たり前のこととしてみんな話し合ってるんですよ。これやっぱり仕切りないとなみたいな。で聞いたら、その大阪の方のなんか阪急電鉄は、座席になんか仕切りあるんですか？で僕それ全然初めて聞いて、そうなのって言ったら、いやそういう電車だってありますよみたいな。でそれ仕切りがあるのは当たり前だっていうのは、寝転ぶことができないっていう話を聞いて、急に思い出したのがあってですね、それが僕がね1983年かな、僕横浜に住んでたもんですから、横浜でね中学生が当時ホームレスっていう言葉がなくて不老者って言ってたの。で不老者襲撃事件っていうのがあって、中学生が 7,8 人殺したのかな、横浜の例えば横浜スタジアムのそばとか横浜の地下街なんかで寝てるホームレスを殺したんですよ。 7,8 人かな。でそれの取材を僕はまだ30代の頃ですけども、31、2の頃だと思いますが、やった記憶が蘇ってきてね、そういえば取材した時に横浜の市の職員がこれからはベンチに仕切りをこういうふうにつけますとかって言って、すごく自慢して言ってるインタビューが思い出した。急に35年前ですよ、そんなの。で僕はなんでそんなことを覚えたかって、その椅子の仕切りの記憶で蘇ってきたんですよ。そういえばそういうの作ったなと思って、この間ねそれをライブラリーに残ってるかどうかっていうのを TBS のライブラリー調べたら残ってた。ここにある。見ます？時間ないか。時間なかったらいいや。5分ぐらいのもんですけどね。これは全国ニュースでやったんですよ。ストレートニュースで。これはね、要するにストレートニュースですから、当時まだねTBS がまともだった時代だから、ニュースコープっていう夕方のニュースがあってですね、これ全国ニュースで、田秀夫とか入江徳郎とか古谷綱正とかそういう人たちがニュースキャスターっていうのをやってて、で僕はそういうのを見て憧れて TBS に入ったみたいなのがあって、そこでね流した、これ1983年の事件だから、でしつこく覚えてて作ったのがあって、でそんなのがまだ
残ってたっていうんで見たら、あ、そっか、基本的には俺この時と全然変わってねえなっていう、その時に抱いた、それなんで中学生がねホームレスをこう襲って7、8人も殺さなきゃいけないんだよみたいなのをやっぱり30歳ぐらいの時にやっぱ考えてたのね。で作ったのが残ってたんで、ああそうかって、今の出会っちゃったっていう意味で言うとそういうことばっかりですね、正直言えば。でそれはこういう深刻な社会的な事件になったり病理だったりあるいは問題だったりっていうようなことはたくさんありますけど、なんかね自分が今の例えば報道特集のキャスターがやってたりあるいはどういうネタを取材しようとかいう時の基礎になってるのはやっぱり取材の現場で出会った人たちの今言われたような声ですよ、訴えですよ。それはもうこんな声聞きたくないみたいな声もあったんです。でその中にねありました1980不老者襲撃事件ってあります？ちょっと見ていいですか？はい。その中にねもう聞くに耐えない言葉あったんですよ。それをねなんか知らないけど思い出しちゃった。いいですか見て。はい。それでは一緒に、ね、ご覧いただきたいと思います。めちゃくちゃ古い。こうやってほらフィルムだから手書きなんですよ昔。スコープっていうのはこれニュースコープでしょ。2月6日に放送したやつですよね。なぜ殺すまでに至ったのでしょうか。ゴミ扱いなどしたのでしょうか。人間は人間だと思います。決してゴミではありません。この不老者襲撃事件がなければ、そして日雇いで生活している人々に観点を移しているこの本がなければ、私はこの身近な差別に気づくことができなかったと思います。これらの手紙はいずれも2年前横浜で起きたいわゆる不老者襲撃事件をめぐって子どもたちに向けて書かれた本「人間を探す旅」の著者青木悦さんに送られてきたものです。主婦業の傍ら記者の仕事をしている青木さんはこの事件に強いこだわりを持ち続けています。事件は終わっていない、事件が問いかけたものは何なのかと考え続ける青木さんに共鳴する人たちのグループが自然発生的に生まれました。かなり虚しいんじゃないかって、こんなことをしても今の中学生たち何人が読んでくれるだろうで、きっとつまんないと思うだろうなと思いながらでもと思って書いてたんですけども、全く意外なことにすぐ反響がありまして、電話をかけてしてくれた子もいますし、何も言えないんだけども、ただもしかね俺がね殺されるとしたらこの会が中心となって事件現場の一つ山下公園で夜を徹して開かれる集会には市内の日雇い労働者や中学生も参加しています。その事件のことについて、労働者の方がね、朝私たちが登校する時間に門の前でビラを配ってたんですね。こうやってでビラを配ってもくれたから、ただ自然に受け取って、で校門の中に入っていったら先生たちがゴミ箱を置いてあって、捨てろ捨てろという感じでね、ゴミ箱を置いてあるわけです。でビラは何書いてある？ビラは、その事件のことを忘れちゃいけないとかね、あと自分たちのものとしてね考えてほしいってね。だけど先生たちはやっぱ拒否したみたいでね、警察を呼んで、ただビラを配っただけっていうのにね、で警察に電話かけるっていうのはちょっと分かんないんですけどね。この事件が横浜、当地である横浜ではむしろタブーになっていってる。それから少年たちを出した青木さんは事件後各地を回ってこの事件の問いかけたものについて話し続けています。一つの層として野宿生活者だけが襲われている事件なんです。ここに私は大きな意味があるっていうふうに思うんです。だからやっぱり大人がじゃあ野宿してる人たちをどう見てたのか、どうしてたのか。事件から2年目の横浜の街を歩いてみました。事件現場の一つである横浜スタジアム。寒さをしのぐため段ボールで作った家がたくさん並んでいました。迷惑だと思いますね。どういうところ？
どういうところっていうか、もう全然見た感じ本当に何もやってないと、ね、社会的に何もやってないっていう感じでね、ただ寝てるだけだと。別にそういう人たちが邪魔になってるわけじゃないからね。その人たちもその人たちなりでやっぱ邪魔にならないようにちゃんとなんか自分たちで考えてね、なんか行動してるみたいだし、別にこれといって自分の毎日の生活にね、邪魔にならないし。ああいう事件きっかけに何か変わったと思います？変わってないでしょ。変わってない。そういう学生の方も不老者の方も別に喉元過ぎれば暑さ忘れるで。国際都市港横浜の名所の一つとして市が自慢する大通公園には土が見えません。私どもでは住居不定者と言っておるんですけれども、その人たちが一定の時期にですね、どうしてもかなり主要な公園にですね、それも居ついてしまうと、そういう問題がありまして、時折女学生の方とかですね、一般の方々からもちょっと公園としてはですね、異様な雰囲気があると、なんとかならないかとか、長いベンチは置かないように丸椅子にするとか、あるいは樹木が茂ってますと外から見えませんので、樹木の剪定をして外からでも見通しが良くするとか、そういう技術的な安全管理も同時に行っております。1年経ってでちょっと忘れかけられて、で2年経つともうだいぶ忘れかけられてて、でもそれだとその事件から見えてくるものっていうものがたくさんあるのに、若い人たちの呼びかけで先日事件から2年目を迎え、この事件の意味を語り合う集会が開かれました。今の学校そのものが生活している人たちの実態から外れてしまった、そこだけは別の論理で動き始めたというところに僕は問題があるというふうに思っています。例えば一番切実な仲間が死んだ時には当然涙を流し、その死を悲しむというのが庶民の生活の秩序だと思うんですね。当たり前のことだ。それが学校の中でそういうことがむしろ違うというふうになってしまう。子供が悪いんじゃないの。大人がやってるのを見せてるから子供が俺もじゃあこういうふうにやれば面白いなっていうの。あれ大人がやらなかったらそういうことは一切その子供はやらないの。やらないよ、何にも。だから大人がね少し考えなきゃいけないのよ、大人が。死者が出て、何人かが殺されましたけれどね、彼らは実際には人間の格好はしているけれど人間ではないわけですから、それを処分してくれたということでね、本音の部分ではもう大喝采がラブコールが起こったぐらいでしたですね。だから現在でももう一度ああいう事件が起こってくれないかというようなことを極端ですけど言う人もいるわけですよ。はい、で我々は別にその通りだと思いますしね。例えば日本カモシカの問題がありますわね。話違いますけれど、そうすると林業をやってる人たちはその問題に関してカモシカをなんとか取り締まってもらいたいと。で動物養護の人たちは、それを殺しちゃいかんということがあるんだけれど、林業現実にそこに生活している人たちねにとっては問題というのは、例えば日本カモシカは絶対に殺してもらわなきゃ困るという問題あるわけですよ。それと問題が全く同じでしてね。不老者が殺された事件がありましたが、その時私はなぜか分かりませんがテレビの放送をじっくり見ていました。自分でもなぜかよく分かりません。それだけ心に強く残っていたのだと思います。なぜ殺すまでに至ったのでしょうか。ゴミ扱いなどしたのでしょうか。人間は人間だと思います。決してゴミではありません。これだけど全国放送で流したんですよ、これ夕方の。で当時はこういうものを流せたんですよ。今Nスタとかさ、それからニュースエブリとか、それからスーパー J チャンネルとかやってる夕方のニュースでこういうのを流してたんですよね。これは
でこれ流した時は僕はやっぱり先輩に恵まれてて、お前金平お前ぜひこれやろうというふうに言ってくれて、こういうのを流してくれるっていうそういう環境があったし、先輩たちがいたりしてね、こういう価値観をこう共有できる環境にあったんですよね。今どうなのかっていうと、これ絶対出ないですよこれ。それから中身もきっとおそらくズタズタにされるでしょうね。人間の格好はしてるけど人間じゃないから殺してくれて私たちは拍手喝采ですみたいな、あれ地下街の商店主の声だったですけどね、ある意味で言うとものすごい生々しい本音ですよね。でそういうものをちゃんとさっきの声で言うと一番聞きたくない声だけど声ですよ。でそういうのに出会っちゃったらそれは出さざるを得ないっていうかね、つまりなんでこんなことが起きてるかってことを考える時のある種のきっかけになるっていうか、やっぱりそういうものはやっぱ出すべきだというふうに僕は今でも考えてますけどね。あんまり僕ばっかり喋っててもあれでそれこそ声っていうところに観点すると、今映像の中でもありましたけど、声に集まって反響があって、それが井戸端会議になってこう広まっていくっていうところが高校生でもあったと思うんですけど、なかなか今その当時の1983年と2020年を比べてそれが起こりにくくなっているのでしょうか。僕はね、そんな人間ってそんな変わるもんじゃないと思ってて、みんなだって実際にこうやって集まってるんですから。で集まったり人を求めるみたいなことっていうのはそんなに変わるもんではないというふうに思ってて、それが今特殊な環境下で、異常事態ですよね。群れるなとか集まるなとか、3人以上集まるなとかそういうこと言われてるわけですから。だけどそうは言ったって集まらざるを得ないっていうか人間ですから、でだってこのままでいくとこう接触しなくなったら繁殖しなくなりますから、人間として絶滅していくわけで、そんなことはありえないわけで、濃厚接触しなきゃいけないんですよ僕らは。でそういう生き物なんで、生き物であるってことをこうなんかこう忘れてきれい事で言ってある種こう撲滅するみたいな、ウイルスに打ち勝つみたいなことを掛け声っていうかスローガンとして掲げてるっていう社会ですよね。これはだけど異様な社会ですよ今。例外的な社会が異常な状態が通常化しちゃうっていうことについてはやっぱり僕らはやっぱり注意しなきゃいけない。特にドキュメンタリー作る人とかドキュメンタリー作りたいっていう人とか、あるいは僕ら本来のメディアとかミディアはそういうことをちゃんと意識してなきゃいけなかったっていうのが今でも僕はそこは変わってないですけどね。すごい映像ですごい驚きました今のは。はい。いや、普通のニュースでやってたんですか。僕自身はテレビがそこまでのことをできるっていうことはあまり考えたことがなかったというのもあって、どちらかというとウェブとかのなんかアメリカとかイギリスとかで出てきてるような、結構クールに問題を伝えてくれるようなドキュメンタリーとかそういうニュースメディア、バイスとかボックスとかっていうのに、学生時代からちょっと憧れがあったりとかして、テレビじゃなくてウェブの時代だろうなとかそういうことを浅はかに考えていた時期があって、いろいろ海外とかイギリスに留学とかもしたりとかしていたんですけれども、今回東京リトルネロとかドキュビームでそれこそ声を拾っていくっていう作業を、ひたすらやった時になんかそういうフォーマットの話では全くないなっていうことに気づいたんですね。で映画でもテレビでも別にスマホでも、スクリーンの外にあるようなその人の声とかその人の像、映像って像っていう字があるじゃないですか。人弁がついた像であって、そういった人の像をどうやってこう立てていくかっていうことが、映像を制作する人がやるべきことであって、クールな伝え方とか、僕東京リトルネロを見てなんかセクシーだって言ってくれた人がゼミにでも言ったと思うんですけど、そういうセクシーさとかそういう、形上のイケてる伝え方みたいので、人に見てもらうっていうのはすごい重要だと思うんですけど、僕が思ったのはやっぱりそういったことよりもまず先にそれこそ取材対象者と、傷つけたり傷つけ合ったりとかしながら出てくるようなものっていうのを作っていくっていうこと、その先に、
どれだけ伝わったかは分からないっていうのはあるんですけど、どれだけの人が見たかっていうのも分からないかもしれないですけど、僕はそれを作っててちょっとずつ実感していった部分があって、東京リトルネオも今日も来てくださってるアリさんっていうクルド人の人とかも、あれを見てやっぱりすごい響いたって言ってくれたりとか、それを見てアリさんの裁判に来てくれたりとか、そういった経験をして、僕はそういうふうに映像を作る意味っていうのはそこにあるんだろうなって思ってるんですけど、すごい TBS で、かなり巨大な影響力を背負ってらっしゃると思うんですが、そういった金平さんが今映像の役割、映像を作る人の役割っていうのはどこにあるんでしょうか。あるいはその映像によって本当にこれで変わったなっていう経験とかがあったら教えていただきたいです。なんかね、今言われてた中で引っかかってくるのはテレビじゃなくてこれからはウェブの時代だみたいな、オンラインみたいなインターネットとその既存のテレビみたいな伝え方みたいなものを対立的に考えるっていう考え方は違うと思ってるんですよ。これ要するに伝送路の問題であって、テレビの場合は電波っていうところから一斉に一方通行に容赦なく降らせてくるっていう伝え方ですよね。でウェブっていうのはオンラインで、オンラインっていうのはインターネットっていう伝送路を通じてですね、そこにアクセスした人がそこに行きつけるみたいな風になってて、それは見たい人が選択するっていうかアクセスするっていうような作業があるんだけど、テレビの場合ってつけたら一方的にガッて来ちゃうみたいな。で映画はお金払って見に行くみたいな、あるいはお金を買うと、配信を受けて買うみたいな。でそれって伝送路の問題であって、そこに出てくる映像作品なりあるいはまとまりっていうのはどういう作り方したってもいいわけですよ。で僕はそれいろんな、例えばあるものを取材して今日のこういうものをやった時にそれをどう出すかっていうのはテレビ使って出してもいいし、ウェブで出してもいいし、今 YouTube みたいなのがあったりすると、そういう SNS を使って出すっていうやり方もあるけども、ブロードキャストっていうのは、放送っていうのはナローキャストじゃないから、いっぺんに不特定多数の人を相手にしてパッと出すみたいな。でその機能っていうのは人間が社会生活を営んでる限りはなくならないと思うんですよ。それってなんだろうな、例えば、緊急地震速報とか、それからなんだろう、緊急に前もってみんな知っておいた方がいいよねみたいなことって多分あるんじゃないかと思うんですね。この間見てきたので言うと、例えばアメリカの大統領選挙の結果、どうやらこれはやっぱりバイデンが勝ちそうだって言った時にみんなバイデン・ハリスのところに当選確実みたいなのを打つわけじゃないですか。そうするとなるほどってみんな知って動き出したりするわけじゃないですか、社会が。でそういうやり方っていうのは伝送路の問題と違ってて、これからはウェブの時代だとかなんとかってでウェブっていうのはオンラインインターネット網っていうのは絶大な影響力を持ってるから、それを社会が起動していくっていう社会を駆動していくっていうか、その動きっていうのはこれ不可逆的なもんですよ。もう後戻りできないですよね。でしょ。後戻りできない。だからテレビとか新聞だけに戻せなんてそんなことありえない話ですけど、でも本だってあるいはニューヨーク・タイムズだってもう今するのやめるわけですから、紙媒体じゃないような生き方としての新聞っていうのができたり、それからラジオだって今ラディコっていうのでいつどこでも聞けるようになってるし、いろんなやり方があって、僕は今世界的な監督になった是枝監督っているじゃないですか。是枝裕和さん。僕は人の作品で一番好きなのはね、テレビドキュメンタリーね、テレビマンユニオンの時代に作った「しかし」っていう、福祉切り捨ての時代にっていう有名な作品なんですけど、これは人が20代のぐらいの時、20代の終わりぐらいに作ったやつですよね。僕はだけど是枝作品いろんな映画とかいろんなの見てて、いやあれが原点だと思いますね。テレビドキュメンタリーを作ったから是枝さんっていうのはいるんだっていうふうに思ってて、でそれはたまたまあれはテレビドキュメンタリーだったけど、是枝作品が別にネットを通じて配信されようが実際にそれはあるし、それから、今度なんだっけカナリアっていうその
音楽のそういうビデオを作ったりとか、どんなやり方しようが自由ですよ。なのね。でそれっていうのはメディアがどっちが優れてるとかどっちが優位に立ってるっていう影響力だけの話よりも、作り手の側が自分たちで選んでいくっていうような考え方にしないと、すごく不毛ななんか足の引っ張り合いみたいなのが起きる。ネットの人が規制メディア全然ダメだとかマスゴミとかいう気持ちは分かりますよ。ひどいから。もう中にいるから一番よく分かってますからね。でひどいけどそれ言ったって始まんねえだろうって、あんたがやってるところも同じようなことを一生懸命取材すればいいだけであって、でそれはじゃあ何のためにやってるかっていうことで言うと、いやうちらは金儲けのためじゃなくて、実はそうじゃない公共的な利益のためにやってるんだっていうことで言うと、今のマスメディアっていうのはあまりにも銭儲けとかマネタイズとかいう言葉をすぐ若いやつが使うような世の中になっちゃいましたよ。でそれはやっぱりおかしいんで、元に戻さなきゃいけないっていうか、僕らのやってる仕事は究極的なところは金儲けのためじゃないですよ。特に報道は僕はそうだと思ってて、金儲けのためにやるやつは早くやめてった方がいいと思いますよね。でそれはおそらく通じ合えるんじゃないかな。ドキュメンタリーを武器にして社会ときちんとした関係を切り結びたいとかね、あるいは、ドキュメンタリーっていうものを作ることがある種社会運動だみたいな考え方ってあると思いますよ。それはずっと昔からずっとあって、ジガベルトフとかね、そういうあるいはゴダールなんかのある時期のその社会運動としての映画とかドキュメンタリーみたいな考え方っていうのももちろんあるんですけど、ね、それはいいじゃないですか。それでそれはあってよくてですね、でそこの中身でどういう魅力的なものを出していくかっていうのが、さっきセクシーとか言ってたけど、どうせ作るんだったらやっぱかっこいいもの作りたいじゃないですか。ね、愚直なんじゃなくて、さっき見せたようなストレートニュースの愚直なんじゃなくて、もっと切れ味が良くてずっと映像として覚えてるみたいな、今で言うとナイキジャパンの CM みたいな差別のことを直接扱ったようなああいうのってやっぱり優れてますよね。表現としても優れてるし、ああいうものを作らざるを得なくなった人たちの気持ちも分かるじゃないですか。でああいうようなものを目指して本当はドキュメンタリー作る人とかテレビの報道やってる人とか、あるいは映画作る人とかいろんな表現やる人っていうのはつながれるような気がするんですよね。対立するんじゃなくて、ダメなものはダメですよ。だからダメだっていうのをおめえたちがやってるのは最低だとか言うべきだというふうに思うけども、それは多分もっとよりかっこよかったり、社会との関係を深く入っていくための過程っていうかプロセスなんであって、それでなんか白か黒かみたいな決着つけるような話じゃないっていうふうに僕は思いますけどね。あんまり僕ばっかり喋るんでなんかやめましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。今金平さんのお話の中で映像のその役割とかそのドキュメンタリー報道の役割っていうのが一番そのお金とかけ離れてるところにあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけども、僕らがこのイベントやりだしたのも、そういう肌感覚があって、テレビだったりとかでやってるとやっぱりお金っていうのが絡んでいくんですよね。でお金に翻弄されてるのは全くないんですけども、やはりその構図の中にあると。でそこから出してみた時にどうなるのかっていうのを僕らは4年間5年間ぐらいずっと実験してきたと。でそういう体験の中でやっぱりそのドキュメンタリー、僕はドキュメンタリーやってる人間なんで、ドキュメンタリーのその本来根源的な役割って一番その市場原理みたいなところからかけ離れた、限りなくかけ離れたところにあるなっていう体験が何度かあって、でここでドキュメントをやってる時にもそれは感じるんですね。でここで映像を流す、でその映像をなんかみんなが焚き火を見るかのように一緒に映像を見て、そこに出てる人の言葉だったりとか姿に何らかの響き合うっていう瞬間があって、でそれを見てる人がまた自分の響きとしてその返すっていうような瞬間が確かにあるんですよね。なんかその共振が起こってるなっていう瞬間で、それを起こしてるのが映像がきっかけに起こってるっていう瞬間を体験した時に、やっぱりそれって全然お金関係ないじゃないですか。ここにやっぱり映像やドキュメンタリー
報道やってる、報道はちょっと違うかもしれないですけども、映像やってる人のなんか本来的な役割があるっていう、確信があります。で僕最後に聞きたいのは金平さんはその映像だったりものを伝える人間のその本来的一番いろんなものをそぎ落としてって服も全部脱がした最後に残るものっていうのは何なのかっていうのを最後聞きたいなっていうふうに思います。で金平さん40年間やってきたし、僕ら報道特集見ててこの人なんでこんなに怒ってんだろうっていうのを毎回見せてくれるんですよね。ではっきり画面をこう睨みつけて物事をはっきり言ってらっしゃる金平さんを見てすごくかっこいいなって思ってんですね。で僕はかっこいいと思うんですけど、多分金平さんにとってはなんかその周りの人間はそもそもそういう人間ばかりだったのに、なんで今はもう俺しかいないんだみたいな感覚の中で過ごしてて、寂しい思いっていうかじくじたる思いなんかもあるんじゃないかなっていうふうにお話ししたりとかこうやって会ってお話ししてる中で感じる部分があるんですね。だからなんかその辺も含めて一番聞きたいのは映像のとかものを伝える人間のその一番最後に残る核みたいなものは金平さんにとってどういうことなのかっていうふうに思います。誤解を恐れずに言うと好奇心ですね。僕はやっぱり知りたいっていう欲求があって知りたいですね。で知りたいと思ったらやっぱりどんな作業でもしちゃうみたいなところはあって、そのなんか社会的な使命だのなんとかっていうのはきっと後付けのもんだっていうふうに思いますよ。でそれはなんだ怒りとか言ったけど僕もそんな怒ってたくないし、あんまり怒ってるばっかりで僕はもう額に縦じわできちゃってるんですけどね、どうもいつも苦虫つぶしたような顔しててなんだみたいなこと言われるんですけど、でも不愉快だったりすることについてなんでみんな怒んないんだと思いますよ、正直言って。アメリカ今回行ってよかったなと思うのは、みんなすごい怒ってて、特に若い人がすごい怒ってて、ふざけんなっていうふうになってて、で例えばブラック・ライブズ・マターとかね、でだって黒人であるだけでだってあんなひどいことなんでされなきゃいけないんだっていうふうなことを白人の若い女の子なんかが一緒になって怒ってるんですよ。白人の若い男の子とかあるいはエイジアンとかそれからヒスパニックとかで、そのジェネレーション Z って言われてるんですけど、その Z 世代の人たちって、大統領がずっとオバマの時だったし、なんでそのことだけでこんなひどい目に遭わなきゃいけないのみたいなのって怒り以外にどうやって表現することができるのかなって。でブラック・ライブズ・マターもそうだし、コロナでオンライン授業になって全然キャンパス行けないとかで、ここ学生はすっごいおとなしい。僕は今早稲田で教えたりするんだけど、すごいおとなしいですよ。だって向こうだと金返せの世界ですよ。みんな奨学金だのなんとかでせっかく入ったのにキャンパスも行けない、それでオンラインかなんかでなんとかって、それって普通だったら怒る話じゃないですか。全然怒んないじゃないですか。でそれってね、やっぱりなんだ、僕ら怒るっていうのはやっぱりエネルギーが必要っていうか、内側から湧いてくるような、それはプラスになったりマイナスになったりするんだけど、理不尽なことをなんで言ってはいけないんだみたいなのがあってね、今日思い出した。今日ここに来るまでに今日報道特集あるでしょ。で報道特集っていう番組でね、冒頭20秒ぐらいだけ挨拶言うんですよ。であれは僕今週1週間何言おうかなみたいな感じで、今日この瞬間で何を言うかみたいなこと、今日はねこういうこと言ったんです。今年の流行語大賞に3密っていうのが選ばれましたと。でその受賞者として小池東京都知事がオンラインで登場して、司会者が受賞おめでとうございますっていうふうに言って、それを受けて、小池知事がにこやかな表情を浮かべていましたと。ね、で
このコロナ禍の今日過去最多の人数が東京都記録した、これが本当にあった出来事ですっていうのを、言おうと思ったんですよ。でその中で司会者が受賞おめでとうございますっていうので言ったのでですね、僕もともと考えてた原稿は、司会者がその受賞おめでとうございますっていう司会者の間抜けな言葉にっていう間抜けって入れたらね、そしたらそこのしかるべき立場の人間が飛んできてね、金平さんね、これ間抜けっていうのはちょっとなんとかなりませんかってだけど間抜けじゃんっていう、間抜けなものは間抜けじゃんっていうふうに言ったら、いやこれちょっと放送行動上に、間抜けってのはちょっとまずいんじゃないですか、なんか他の表現考え直してもくれませんかっていうふうに言われて、いやじゃあ場違いとかするかって言って、だけど場違いと間抜けじゃ全然なんか言葉のなんかねインパクトが違うんですよね。で僕でもやっぱり場違いってのも違うかなと思ってずっと悩んでたら、僕の同僚の草壁っていうキャスターがいるんですけど、彼が来て「そんなら金谷さんその司会者の言葉を聞いて何がおめでたいんですかっていうふうに言った方がいいですよ」っていうから「絶対その方が伝わるな」と思って僕大体3密なんていう言葉が流行語大賞になって受賞おめでとうございますなんて言って何がめでたいのかって話ですよ。バカみたいな話ですよ。毎日死人も出てるにもかかわらずで、それを言うだけで今日すごいエネルギーやっぱりテレビだから、今の不自由な世の中ではさっきみたいな不老者襲撃事件の企画なんかが簡単に出せないような風になっちゃってきてるっていうのは事実ですよね。で怒りはだけどエネルギーだから、で自分の中でそれはエネルギーは絶対燃焼させながらやっていかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、僕はさっき言ったように社会的使命とかなんとかっていうこと以前に正直言いますが好奇心ですね。知りたいと、知るんだったらなんかその知ったことを結果としてなんか形として出したいけど、どうせ出すんだったら自分が若い頃ついてったみたいにやっぱかっこいい出し方したいなとか、みんなほらハメルンの笛吹きじゃないけど面白いものについていくっていうでしょ。でそうだと思いますよ。僕だって気持ちいい歌とか今日も演奏してたんですけど、そう気持ちいい音楽とかなんか怒りの音楽とかそういう、喜怒哀楽みたいなものでやっぱアトラクティブなものにはやっぱりどうしたってついていくみたいになっちゃうじゃないですか。でそれはニュースであろうが音楽であろうがあらゆる表現ってそういうもんなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。不謹慎ですけどすみませんね。ありがとうございます。僕らもそのコロナ禍でこれ不謹慎かもしれないですけども、僕個人としては日本が今まで静かだったりとか声を上げる人が少なかった中で、少なくとも声を上げる人が出てきたっていうことに非常になんかワクワクした時期もあって、すぐなくなっていったんですけども、なんか今金平さんがおっしゃった好奇心、僕初めて日本がなんか正直面白いっていうのはすごい不謹慎なんですけど、日本が何か動き出すかなっていうことを感じた瞬間の中でずっとカメラを持って回ってたっていうのが正直僕の感覚でもあるんで、そこは今金平さんがおっしゃった好奇心っていうところはすごく理解というか一緒だなって思った部分ですね。はい。なんかね、かっこいいことばっかり言ってられないみたいなって、さっきのそういうような思いとか能力とか資質とか発信力もあって、そういう人って結構いっぱいいるんですよ。でその時にさっきその市場原理とかなんとかっていうようなことをおっしゃってたけど、それは例えば組織の中にいるとこの巨大なものをどうやって利用してやろうかとかね、飲み込まれたふりしてでどうやって利用してやろうかとか、そういうのってすごい重要で、例えば NHK なんかと仕事するときにね、大体出てくるやつって8割ぐらいバカみたいなやつじゃないですか。だって作ったことないやつになんか物言われたくないじゃないですか。作ったことあるやつに何か言われたりなんて、だけどそういう人って稀でしょ。で残りの2割みたいな人を味方につけて、いるんですから絶対に。で目利きみたいな人が絶対いてですね、そういう人と味方になった時にこの残りの8割のバカをどうやってだまくらかしながらやっていくかって楽しいじゃないですか。でそうするともう向こうの人は分かんないからもうこれいいねとかって言いながらどんどんお金も人も出してくれるみたいなあるんですよ。で
彼らは、そういうある意味で言うとおバカさんだから善人だからね。でそこをやっぱりうまく転がしていって自分たちの好奇心とかそういうものがかっこいい形で出るようなふうにするっていうのはある種のやっぱりしたたかさとか強さとかやっぱりなんだろうな、やっぱり生き残りのやっぱり、ね、生存力みたいのがやっぱあった方がいいですよね。そんな簡単にやられないぞと、そんな簡単にくたばんないぞぐらいな気持ちで、こいつらをもう徹底的に利用して自分たちはやっぱりちゃんと作るものを作って出していくみたいなぐらいに思ってた方がいいんじゃないかっていうふうに思ってて、だってそこに新田さんとかいるし、ですごいやっぱり作り手としてはすごい作り手の人とかいるんですよ。でそういう人たちっていうのはこっちが望まなくても自然に知り合っちゃうんですよ。分かっちゃうのもだってそういうのって僕らだって自然に知り合うじゃないですか。でそれはなんかね分かんないけど呼んじゃうんですよね。呼び込まれちゃうって、それで知り合ってやっぱりみんな癖の強い人たちだから、それ自分が一番だとみんな思ってたりするじゃないですか。でだけど知り合ってなんか一緒にこう刺激し合いながら、あるいは一番いい場合はラッキーなのはそのコラボをやったりとかね、やってみてやっぱりいいことができたら嬉しいですよね、と思いますけどね。ありがとうございます。本日はですね、本当に自粛とか忖度という抑圧の中でも恐れずエネルギー持ってストレートに声を発するというところの力強く伝えてくださって本当にありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。最後に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたら次が最後の登壇になります。スタンバイまで少々お待ちください。ありがとうございます。準備が整いましたので最後の登壇に移りたいと思います。最後の登壇は自分自身で自由を守るために勇敢に声を発する若者たちの登壇でございます。まずは映像をご覧いただきたいと思います。東京で自由のために戦う。戦場から逃げた、兵士みたいな。釈放されたら日本に戻って自分の経験を話そう。どうせ捨てる命だからと思って。我屌邊個咁樣自格啊？開南龜。你個腦壞咗啊！
問主願自由萬世都不朽，我願榮光歸香港。好き嫌いの問題じゃない、親と同じなんだよね。だから守る。日本って私から見るともう本当に20年前ぐらいの香港と同じ。思い出すね、香港。でも絶対優しい国じゃない。特に外部の人にとっては。初めて国家安全法が成立した以来のデモが行うこととともに我々もお話をさせていただきたいと思います。開始時間よりはもう1時間半以上ぐらいに過ぎてはいるんですけれども、やはりまだまだ人が集めることはできていないんですね。で、予想通りでやはり国家安全法というものが大きすぎて、今少しずつ聞こえたのが、ショッピングモールの中でモンゴルの有名なランハンプレイスっていうところがショッピングモールがあって、その中に今ちょっとスローガンシュピアリコールが聞こえてくるんですね。もう懐かしい。聞こえるだけで懐かしい。もう言っているところでも国家安全法違反でしょうね。元立法会議員が警察に囲まれて、逮捕になっちゃうんですね。多分今は警察の車に運ばれて、いつか逮捕されちゃうということが怖い。いつか来るから。それは本當に。我唔知佢揾咗幾多個啦，首先，但係佢話俾我聽就話佢揾嘅香港人都拒絕咗咁樣樣咯。喂死啦！唔出樣會唔會唔係出咗喺聯合國會唔會真係翻唔到香港？だから優先順位としては、だから自分のやってる今のプライベートのことと会社を少しだけ上にしてもらいたい。正直、民主主義に海外に来ると思います。ただもうやらないと変わらないから。I'm a Hong Konger currently living in Japan. After the establishment of the national security law in Hong Kong, there is no more freedom of speech. For what? 何か？その後のこと。マジで死ぬからね。映像をご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、ありがとうございます。本日は映像に登場していたウィリアムさんが、会場にお越しいただいております。ステージ上までお願いいたします。そして、ディレクターのコニー君と久保田さん、2人にも登壇していただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではウィリアムさんから自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。私はウィリアムと申しまして、今は在日香港人として日本で2年半ぐらい生活を送らせていただいております。来日する年は18年の4月で、
まあ、今となってはまあ2年半しかないんですけれども、まだまだ年歴が浅いっていうんですけれども、私がここに来て1年ぐらい経って、香港が19年6月ぐらいに、デモが発生して、そこから私もずっと見てて、ようやく8月のところに香港は、まあ、自分の故郷がすごくめちゃくちゃにされていて、ようやく国外にいながらもやはり行動しないといけないなと思い始めて、で今のこういう活動に参加しています。で、まあ、さっき映像の中にも入ってた通りで、今は会社員として働いてはいるんです。でまだ今もちょっといろいろ調整をかけてまだ働いてはいます。今はまあ会社員やりながら活動をしていくっていう感じになりますね。そのデモの活動となると、なかなかこう香港の方に帰るっていうのは難しくなってしまうんですかね。そうですね、特に今年の7月1日の国家安全維持法が成立した後で、多分ビッグニュースにもなっていて、まあ、皆さんがご存知の方、アグネス・チョウさんとかジョシュア・ウォンさんとかも、まあ、国家安全法のシュウデイさんだけ国家安全法の疑惑で逮捕されて、で普通の裁判方法とか全然違くて、で選ばれた裁判官だとか選ばれたところでしか裁判できなくて、そしてその中身も傍聴ができなくて、でただ判決の結果がしか分からなくて、で何もかも分からない状態で判決されるっていうところが怖くて、でやはり1年2年の監禁習慣ではなくて、やはり10年あるいは終身刑になる可能性、いわゆる、まあ、そのまま亡くなる可能性もありますので、やはり普通の人にとっては、私にも含めてやはり怖いと思いますね。特にこの戦争のない時代でいきなり命が失うという恐怖がやはりあると思います。まあ、今年はコロナの影響で実際を言うと、その死亡っていうものがそんなに遠くなくなっていくっていう感じはするんですけども、でもやはり自分にこういう殺しに来るっていうことが来たら、やはり恐怖は絶対あると思いますよね。ありがとうございます。それこそディレクターのコニーさんはウィリアムさんとコンタクトを取ったきっかけだとか、どういったコミュニケーションを取られてたんですか？僕は一番最初のきっかけはですね、イタリアにもともと2016年ぐらいに留学をしていて、でそこで出会った香港の友達に、去年、彼から連絡が来て、香港ではこういうことが起きているから、ぜひそういうものを取ってほしいっていうことを、伝えられて、それから僕は香港のことをとても勉強し始めて、で日本にどうやら香港人がいるということで、それもなんか新宿の前で、凱旋をやってるということで、ちらっと僕が見に行ったところで、まあ、ウィリアムと出会って、でウィリアムがその時にとても羨ましいっていう話をしていて、で何が羨ましいのかっていうと、日本の若者は選挙権があるのにそれをなんか行使しない、選挙権があるのに行きもしないし、我々は選挙権さえないんだっていうことを叫んでいて、それがものすごく僕にとってはこう衝撃的で、でもう一つは、これはウィリアムの口から言った方がいいのかも本当は分かんないですけど、自由は空気みたいだからなくなるまで気づかないんだっていうことを、言ってて、それがものすごい僕にとっての衝撃で、この人は本当に何言ってるんだろうっていうことを僕と同じ年齢ぐらいの若者が香港では戦っているということで、取り始めたっていうのがきっかけですね。ありがとうございます。それこそデモの活動等はまたちょっと後ほど細かくお話を伺いたいと思ってますので、ちょっと次にですね、別の登壇者の方のご紹介もさせていただきたいと思います。少々お待ちください。続いてはですね、
モンゴルでも同じように声を発している方がいらっしゃいますので、その映像をご覧いただきたいと思います。今までね、南モンゴルで残してるのは言語だけ、あとは中国人に全部追われたんです。これを言語だけを守りたいです。すごく幸福感感じます。リスクも高いかな、帰ったらまた捕まれるかなというリスク。でも私の場合は中国の法律以内に自分のモンゴル語を守っているから、これは中国何言ってもゼロ、無視という感じで。例えば想像してください。日本人の方が、子供が小学校でいきなりじゃあ今日の授業中国語で教えます。日本語は第二言語ですっていうのがすごくおかしい話。香港は今南モンゴルと全く同じ問題と直面していて、我々も自分の言語が中国共産党による侵略が生まれつつしております。自分の言語で子どもたち教える日、それが続ける保証があるまで一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。何のために行くのって聞かれたんですけれども、答えはすごくシンプルで、これは私の母語です。私の命です。ご覧いただきましてありがとうございます。それでは映像に登場しておりました、ジャルガルさんに前に出てきていただきたいと思います。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。そうしましたらジャルガルさんから、自己紹介の方お願いいたします。はい、チュメトゥ・ジャルグルと申します。日本に来たのが17年前、実際は2002年の秋に1回日本に来て、あの時観光で来たんですけど、で次の年には留学生として来日しました。で今は南モンゴルでは起こっていることは皆さんがご存知と思いますが、学校でモンゴル語を教えることを禁止されているんです。小学校からすべての項目をいきなりに中国語で切り替えておりますが、南モンゴル人は今回の言語の問題でみんな目覚ませたというか、危機感持っていろいろ行動、もちろんですね、自分の安全を考えながら行動しております。実際私は大学を卒業したのが1988年ですが、十何年間も南モンゴルの方でモンゴル学校で学校の先生として働いてました。で来日する前ですね、1990年前後の時、私が勤めていた学校、高校が急に閉鎖されました。で時は私たちはもっと本当に分からなかったんですね。何のためには学校は廃校にした。それともに私が住んでいる都市ですね、通遼州という都市ですね、
なんというかな満州国の時の後半章というところですね。皆さんが知ってる新教というものが西洋あるいは遼寧省またハルビンというところから近いところですよ。私通遼というところですね。で通遼というところはモンゴル学校は3個あった気がしますね。でいきなりに2つを閉鎖して1つだけ残しました。でそれで私たちは全て仕事を失ったんですよ。でもちろんあの時はまたある程度給料もらってたんですけど、これの原因が少子化と思ってました。それは大間違いですよ。で今回は中国共産党政府から学校の教育に全て中国語で切り替えたということで連想してね考えてつながって考えてみたらね、中国共産党政府はモンゴル人だけじゃなくてチベット人ウイグル人に対して民族浄化という政策は急にやっていることではありません。ずっと50年前からあるいは中国共産党政権を奪ってからはずっと続けてきたということは今更分かっています。残念ながらねまだ言語だけ守りますと言っているモンゴル人も少なくないです。で人間というものですね、人権を奪われて生きるか死ぬかという権利さえ選べられないという状態になったら言葉はどうやって守るかということでもちろん自分の安全を考えながら行動しているがほとんどですけど、またこれに対して中国政府に対して命かけて戦うこういうモンゴル人も少なくないと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それこそ先ほどコニーの方から自由はなくなってから初めて重要さが気づかれるっていうところのお話ありましたけども、まさに言語というのも我々日本人にとってはあって当たり前の存在。日本人が日本語を学んで学校で日本語を使ってっていうのはすごく当たり前、もう本当に一緒にあることが当然っていう感覚が今まであったんですけども、それこそその当たり前にあった言語が奪われるかもしれない。そういったところでどういった危機感じゃないですけども言語に対する思いっていうところはどういうふうな思いを今持ってらっしゃるんでしょうか。はい、そうですね。言語というものはそのもの民族です。この民族、この集団、この人々から言葉を奪うことはですね、そのもの、この民族を抹殺するということ。これはね、ただの人権問題と私は思わないんですね。これはゼノサイドです。一つの民族に対するゼノサイドと私は信じております。人権問題あるいは民族問題を比べてみると、実際はこれは一つの民族あるいは一つの集団からもう一つの別の民族あるいは別の集団に対するジェノサイドです。ありがとうございます。力強いメッセージを発していただきました。また活動に関しては改めてお伺いさせていただきたいと思います。続いてもう一つですね、映像を見ていただいてご紹介をさせていただきたい方がおります。まずは映像をご覧いただきたいと思います。アイドル方、国旗取ってください。香港では1万人以上が不当に逮捕され、不審な死者や多数の行方不明者が出ています。自らに火をつけて抗議したチベット人は150人以上に達しました。私たちモンゴル人は絶対許されません。今日になって我々の最後残ってた言語も奪おうとしてます。数百万人のウイグル人は強制収容所に入れられており、一斉の教育を受け、劣悪な環境の下で強制労働を強いられています。私の弟アスカル・バクリはもう3年以上強制収容所の中に入ってるんですね。
もう生きてるか死んでるか何も分かんない。自由な世界で生きてるのは私の家族の中で私だけなんですね。自由と独立を勝ち取るまで戦わないといけないという意識を持ってこういう発信できるのは私の役目なんだと思って皆さんここに集まってると思います。前はですね、こういったイベントはですね、各団体がそれぞれの形でやっていたんですけど、すべての民族は尊重し合い合って、でお互いにね進歩、前の一歩は出られる、自由を奪うようなその壁はどんなに高くても、どんなに頑丈でも、世の中壊れない壁はないはず。これで自由を！イベントで自由を！南モンゴルで自由を！香港で自由を！ご視聴いただきましてありがとうございます。それでは、早速紹介させていただきます。会場には、王さん、そしてエズズさん、そしてムハラムさんにお越しいただいております。ステージ上までお越しいただけますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そうしましたら、すみません、ちょっと狭くなってしまって、マイクで自己紹介をお願いいたします。はい、グリスタン・エズズと申します。今日もよろしくお願いします。私、モハラム・モハンマド・アリと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。民主中国人種の王泰と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今見ていただいた映像はディレクターの久保田さんが撮影されたかと思うのですが、撮影されててどういったきっかけ、またコミュニケーションを取られておりましたか。はい、一番初めに、友人のコニーが、香港とかのドキュメンタリーを作っていて、で日本にはその香港の人以外にも、中国から、故郷から逃れている人々が、たくさんいるのは知っていたので、デモがあると聞いたので、普段はなかなか一緒に連帯してデモをするっていうことがあんまりないって聞いたんですけど、これまでは、それがみんな団結し始めていると。それって別の言葉で言えば東京というか日本が、だんだんそういう民主主義とか自由のなんか最後のフロンティアみたいになってきてるのかなっていうふうに思ったんですね。だからそこでグリスタンさんとかウイグルの方の話を聞いて、彼女が言ったのはもう自由なとこにいるのは私だけだからと、家族はみんなもう自由が失われてしまっているって、だから私が声を上げないともうどうしようもないっていうこととかを聞いて、これは伝えなきゃいけないなと思って映像を作りました。ありがとうございます。それこそ今前に登壇していただいているこの5名の方々は自国の自由を獲得するために日本で声を発しているというふうに私自身感じております。そのためちょっとこれからはですね、小西さんと久保田さんと一緒に自国の自由を守るために日本での活動っていうところに関して掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあまず久保田さんから改めてこの場で今 YouTube で視聴してくださっている方も多くいらっしゃると思うんですけども、この日本でこういった活動をされている方っていう形でどういったことを議論されたいかっていうところをちょっと提言していただければと思います。はい、そうですね、なんか皆さんはそれぞれ自分の国の外で戦い続けてると思うんですけど、初めに聞きたいのはなんでこの外国で戦うっていうことを選んだんでしょうか。またなんで日本だったんでしょうか。そうですね、そしたらじゃあ代表して、エズさんから。はい、
ありがとうございます。日本という民主主義自由がある国で生活している私たちがいて、私たちの家族が今中国共産党の弾圧によって全然自由がない世界にいるんですね。刑務所、それまた強制収容所というところにいるので、そこに入ってしまったらもう出てくるのはほぼ死人、亡骸すら出てこないという状況なので、数によると400万人から600万人ぐらいの数で強制収容所の中にウイグル人はいられている状況なんですよ。それは600万円ではなくて600万人ですね。一人一人が生身の人間なんですよね。それが一人一人が家族があって、お姉さんだって お父さんだったり弟だったりってわけなんですよ。例えば私の弟みたいにまだ20歳の時に連れて行かれて、今23歳になるんですけど、3年間消息不明の状態なんですね。私は日本で何不自由なく暮らしてる、弾圧もなく自由の空間知ってるけど、でも私の家族は連絡取れない、弟が強制収容所の中に入れられてる。じゃあこういう時には私以外ないんです。要は声上げて声なく人たちの声になるのは私たち以外ないんですね。外にいる、日本であったりアメリカだったりヨーロッパだったり、全て人間と思う人は自分の家族が何かあった時に彼らのために声上げないといけないんですね。じゃあ私たちだけ楽しい生活に送れて、私たちの親戚がそういう苦しまれても何も言わないで黙っていくのは、中国の膨張をますます膨らませることでしかならないんですね。もちろん私たちにも生命の危険があるし、家族にも残された他の家族の迷惑かかると思うんですけども、ただこういう犯罪を行われている時に声上げないこそが同罪者になってしまうので、その罪意識を持って我々はこういう活動させていただいてますので、皆さんも同じことを感じていると思います。ありがとうございます。それこそ日本っていうのは比較的言論っていうのが自由にできるっていう場所だけれども、やっぱ日本でも発言することで、リスクであったりだとか、なかなか怖い思い、不安っていうところも多い中、こういった形でみんなの前で主張できるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますし、素晴らしいエネルギーだと感じました。コニーからは何か伺うことはありますか？そうですね、同様の質問をぜひ王さんにも、聞かせていただきたいというふうに思います。また王さんはいつ頃日本に来られて、なぜ、来たのかということも、お聞かせいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。僕はですね、中国のハルビンの出身でございまして、ハルビンというのが、昔の満州国、日本がゆかりの地でございまして、で小さい頃からですね、近所には日本の残留孤児のおばさんはいまして、で僕はとても興味を持てたんですね。で本来ならば88年の留学生として留学するの見込みはありますが、まだ大学に入ってる途中でございまして、日本と違って向こうのその卒業時期というのは毎年の6月なんですね。で結局次の年の89年6月頃に卒業してから日本に留学する予定は立ったんですが、ご存知のように89年の7月の月末頃から中国ですね、北京を中心として学生運動がありました。でその年にですね、やはり北京は面のなんていうの、戦場みたいなところになったんですが、実際は中国各地の主要都市はですね、すべて学生がそういった運動をですね参加するような形になってるんですね。それ他にですね、市民も学生の運動に応援する形で中国各地で展開してるんですね。で僕はちょうど中国ですね、瀋陽とハルビン、そしてその後北京にもそういった現場にも行っておりまして、一応3カ所でそういった学生運動はですね全部参加した。ただ一応日本に留学する見込みありまして、で64のその大虐殺事件があった後にですね、
7月の15日日本にようやくたどり着くことができて、でもし出れる前にずっと中国にいたら多分後始末で、仲間たちはそういったひどい面を遭うことがもう全部しておりましたんですね。で日本に来てから盛んにですね、当時の在日の中国人は中国大使館の前に約2万人規模ぐらいと、そういったデモもあったんですね。自然に私もそういったデモを参加するようになったんですね。ただ時間の流れによってですね、大戦から退いて他のことをやるように、あるいは共産党の立場になってしまう人間もいます。それがいろんな原因もございますが、天安門事件の後ですね、皆さんは知ってるだと思うんですが、世界各国ですね、今のその中国共産党政府に対して経済制裁を実施した。ただ今でもちょっと私は思っているのはちょっと残念なことがありまして、日本政府海部の政権の時に真っ先に西側諸国の中にまずその経済制裁を解除したんですね。で今の中国の経済の発展というのは日本のおかげになるだと私は強く信じてます。で結局経済的に発展してから共産党政府はですね、まずはですね、反対派陣営の人間はまず自分の発言するできるところはまずは中国国内には全くない。そして今日のデモにも一応言ったんですが、今の共産党政府が、世界一の党でございます。莫大のその資金を使って、そしてハイテクなその技術を使ってですね、反体制派のその人々にね、今まで監視、追跡、そして脅迫、拘留、逮捕、拷問、そして人間は自然に蒸発すること、こういったことは今まで現在でもその進行中でございますね。例えば当時の天安門事件のリーダーたちが一時的に出られない人間は国内でですね逮捕されて刑務所の中に入れたんですけども、でもアメリカ政府のそういったその圧力によって、じゃあその人は病気治療のためにですね一旦中国から追い出すこと、要は中国国内でこういったことをやるなっていう、そういった仕組みを今中国共産党は仕組んでるんですね。ですから反体制陣営というのは私たちみたいに中国から出て民主化国家の中にですねこういった民主の土壌がございまして、その土壌を借りて中国の民主化運動を目指して各国でこういった活動をやっております。ありがとうございます。ありがとうございます。それこそ本当に日本で声を発する意義っていうところがお話しいただけたと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。今そのように、先ほどおっしゃったように巨大なとおっしゃってたと思うんですけれども、自分たちの一つの、目的のために共同して、共に戦うということを今、なさっている、少し前まではなかなかそういうことがなかったという話だったのですが、その中でも、独立派であったりとか民主派であったりとか、そうした少しの意見の違いで、なかなかうまく進まないことっていうのはないのかなという素朴な疑問を僕は、抱いているのですが、今各団体の共同していく中で、うまくいっているのか、あるいはどういったところが問題になってくる可能性があるのかなど、またこの流れ共同していくっていう流れは世界的に起こっていることなのかっていうことを、少しお聞かせ願いたいです。ウィリアムにじゃあちょっといいですかね。
実際を言うとさっきも申し上げた通りで香港っていう状況がもちろんそのウイグルやチベットや南モンゴルよりはずっといい状況であることは、自分でも知ってはいるんですけれども、ただしその私の中では悲しみは重さはないと思いますよね。悲しいことは悲しい。なのでそれを解決したいのが人としてやるべきことであって、でもちろんその悲しいことがあったら最初押し込むかもしれないですし、そして自分を立ち上がるために少し時間が必要、そして自分の主張も強くする傾向はあると思いますよね。ただし自分の主張もはっきりして、そして落ち着いたらやはり自分以外のことが考えられるようになり、そして初めてこの日本でも同じく苦しんでいる人はいて、そして自分とも同じ目標が目指している人たちがいて、だからこそ手は一緒に組んで活動していきたいなと思い始めました。それは私からの意見ですね。でやはり香港はまだデモっていうものが実際言うと、去年の6月から始まって、もちろん昔もずっとデモがありますけれども、でもそこから弾圧だとかあるいは警察の暴力だとかははるかに今のところではなくて、極めて平穏な街でしたね。やはりそのさっき言ったチベット、ウイグル、モンゴルと中国に比べたら香港は幻ではあったかもしれないんですけれども、ものせめて民主化っていう希望があったんですけれども、でもやはりそうですね、自分だけのことを訴えても他の人に同感させないと思いまして、自分から何かをやるために変えていかないと他の人にもちろんついてくれないし、そして人を動かせることもできないなと私は感じています。ありがとうございます。それこそ先ほどエズさんがおっしゃっていた自分だけがいいわけでそれだけじゃいけないんだ、この仲間じゃないですけども他者を守るためにも声を発しなければいけないというところが共通してあるのかなと感じました。そういった意味ではムハラムさんは当然声を発する、怒りなのかそういったエネルギーがあるかと思いますが、どういったところから何を伝えたいというところの思いがありますか？はい、私日本に来たのは2018年の9月ぐらいに、運がよく来たとも言えますが、仕事という関係で日本に来まして、家族に関しては、2017年から始まった大規模のウイグルでの弾圧も私当時はウイグルにいなくて中国の沿岸部のところで、ずっと勉強と仕事をやってて、家でウイグルで何があったのかはまず家で何があったのかから分かると思いますが、私の親戚の中で例えば一番初めに私のお父さんが、2017年の3月24日に突然いなくなって、その後、7月、7ヶ月間ぐらい経って急に私はここにいますよって一つの手紙が家に届きまして、その手紙はウイグルのもう一つの町から届いたんですが、その刑務所からですね。私はこういう中国でよくある日本語に訳すとソーラン挑発剤という中国語で心身主義と言いますが、例えば中国の例として北京のある若者が習近平のことを批判したらそういう罪名で起訴されたというニュースも聞いたと思いますが、そういう気に入らないものに対してですね、法律というものを使って、恣意的にですね突然いなくなって、それで結果だけ家の人に家族の人に知らせるという形でそういうことがあって、その時私
高校の時もだんだんさっき王さんがおっしゃった天安門事件とかいろいろ、やはり中国政府って共産党は生まれてから嘘ばっかりということを、だんだん分かってきて、でも私自分の身にそういうことあってからもうこういう妥協というのはもう無理というそういう結論は私の心に来て、ずっと日本と関係する仕事をしてましたので日本に、行けるといいねってずっと努力してまして、やっと2018年の9月に日本に来たんですね。そういう昔というかずっと、簡単に言うと例えば2人がまずはですね人間は生まれから悪いものはいないと信じて、じゃあ仲良くしようって思って、でもだんだん相手の悪いところを見通しというか分かってからじゃあその本心分かったらもうこういう関係はもう潰さないと自分に損しかないと思って、日本に来たのも、そういう考え方が あったと私思いますね。ウイグルとかチベットとかあとは香港とかみんな、そうですね自由というものは失ってから、大事さを分かるというそういうの私にもすごい印象的話だったと。はい、以上です。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません。一つ補足させていただきますと、今一緒に並んで一緒に戦うっていう理由は我々はその中国共産党から弾圧を受けてるんですね。ただ違う点というのはモンゴルもチベットもウイグルも昔は独立国家だったんです。私たちは東トルキスタンという出身なので、自分たちのアイデンティティとしては私たちは中国人って思ってないんです。生まれた時から自分たちが中国人って思ってないし、モンゴル人も当然生まれた時から私たちはチンギス・ハンの子孫だって思ってるし、チベットもまた違う思想、種族なので、私たちは自分の国持っていったんですけども、いろんな世界情勢とか第二次世界大戦のパワーバランスによって中国の支配下に置かれた以来は私たちにも幸福という何なのか、もう人権という何なのか、法律で守られて保障されてあんだけ並べられているそういう中国がいっぱい法律で保障しますよというたわごと一度もそういうのも受けたことがないので、今この後に及んで第二次世界大戦で禁じされているそのナチスドイツがやったその強制収容所がウイグル作られた東トルキスタンの私たち東トルキスタン国民は自分たちの独立を勝ち取るまで戦わないとこの不幸の連鎖は終わらないんだというを認識した上でこの戦いやってるんですね。もちろんそのチベットの方もモンゴルの方も同じことを認識していると思うんですね。もちろん今の中国の民主化を考えている集団も多分民主主義の中国じゃないと中国人自身が幸福にならないと思った自覚を持った方々が集まって戦っていると思うんですね。これは私たちの共通点。矛盾とかないですかっていうと、もし中国が民主主義になった後でもまたそのチベット、台湾、香港、モンゴル、ウイグルっていうのを全部欲しいっていうんだったら、私たちはそこは同意しないっていうのをもうすでにそういうふうに固まってきてるので、そうさせたのも中国共産党自身なので、もう一つ不思議に思うのは日本では300万人以上の中国人が暮らしてるんですね。あれだけ40年以上中国と国交を結んで留学生育ててそれ通して中国を民主化にするっていう日本の方々政治家の皆様努力しているのに、そこまで学んだその中国人が自分の国を民主化にすると努力しない。なおかつ日本で暮らしているその中国人の大まかな集団、ごく一部の集団除くと、このウイグルにされたこと、チベットにされたこと、香港にされたこと、モンゴルにされたことに対して反対の声を上げないのもものすごい悲しいことなんですね。
知識っていうのを学ぶのいいんですけど、日本と仲良くするのもすごいいいんですけど、まず道徳心とか人間性、人間の普遍的な価値っていうのを身についてない集団にその高い技術とかそういう教えてしまったら、結局私たちみたいに超監視社会とかその強制収容所っていうのが日本でもやってきてしまうので、そこを忘れてぜひ我々の遭遇、我々が身に置かれた状況を皆さんに知っていただいた上で、それを見て対策取っていただきたいということを望んで今の活動を一緒にやらせていただいているという状況ですね。はい、ありがとうございます。それこそ今の言葉で言うと、日本人ではその危機感といいますか、そこのアテンションというか危機リスクっていうところがない方が多いと思っております。今 YouTube を視聴してくださっている方もそこに関して、もし自分たちの言語が奪われたらとか言論の自由がなくなったらっていうところにリスクとか恐怖とか不安を感じている人っていうのは非常に少なく思ってますので、この登壇で初めてもしかしたらっていうところで想像できて、守らなければいけない大切なものなんだっていう自覚がようやく今ここの場で生まれた方も多くいらっしゃると思います。またそうですね、今のことを受けてオーさんとかウィリアムさんはどのように考えるのかなっていうのはご意見を聞きたいなと思っていたところでした。まずはですね、中国は多民族国家だと思っています。いろんな民族いますね。民族としてはですね、漢民族中心というようなそういった発想時代が全ての民族問題を生じること、そして少数民族でよく漢民族からよく言われるんですが、そもそも各民族ですね、立派な民族ですね、少数派されるはそれは問題。なぜかというと、自分の戦争代々から生まれつきの生活慣れたのところで、漢民族は外部から入ってきて、結局大多数の人数足すとその民族が少数派にされてしまうんですね。それが大きな問題だと思いますし、漢民族中心のようが中華思想時代はおかしい。これがなくさないと民族平等は幻、実現はできないはずですね。そして地域の問題もあります。バランスの発展はそんなに取れてない。沿岸部の方がかなり発達しています。内陸部はそうではない。その格差社会は日本よりはとても激しいと思いますね。だからそういった問題は解決するためにですね、まずはですね、その平等というか、要は自由社会はそうですね。まず人権、自由、こういったものは解決しない限り、いろんな問題を生じてくります。当然、それぞれの地域、それぞれの民族がアイデンティティは漢民族と全然違いますから。だからそこまでのことが普通の中国人は認識しない限り、もうこういった問題はずっと続く。そして今の中国が民主化しない限り、すべての問題はですね、解決につながらない。なぜかというと、その土台はないんです。普通の中国の漢民族は、私はいかに自分の文化は素晴らしい、他の民族は文化から見下している、こういった問題は全ての問題の根本的な原因だと思いますね。ですから共産党の一党独裁はまずは廃止すること、そして民主化できること、その中に民主自治権を、もちろんそれぞれの地域が自分の民族は自分の利益、自分のことを決めることがその人たちの権利、これは尊重しないといけない、こういった時期に来てます。私はそういうふうに考えます。はい、私は一言申し上げたいと思います。さっきクリスタンさんと大谷さんの話はすごく正しいことを言ってると思いますが、中国といってはね、今の中国人が例えば南モンゴルでも、またチベットでも、また香港でももちろんね、
南モンゴル、チベット、ウイグル、すべてを中国、自分のものと思っているのがほとんどです。これが間違いですよ。南モンゴルはいつから中国の中に入ったんですか。それはね、清朝が滅んだ後に中国が侵略した結果です。同じようにウイグルでも一緒、チベットでも一緒、これは歴史的事実であります。だから私たちは何が少数民族と中国に言われても、私たちは自分の国の中は私たちは主人ですよ。何か少数派でもない。結局今ですね、私たちのふるさとに中国共産党、あるいはね、中華思想を持っている人たちがいっぱい侵入してから、私たちは少数民族と言われるようになりました。これは一つでですね、もちろん中華民国は設立時ですね、五族共和と言われてました。本来今でも中国の中は56民族と言われるけど、それは作り話です。そんな多くの民族はないんです。中国は漢民族を極端的に大きくして、他の民族を分裂して、いろんなこれで56かあるいは何十個民族が作り出しました。いえばモンゴル民族でもその中ね、5個6個分割されて、ダゴルとかシボとかそういう別の民族を作ったんですよ。本来は同じモンゴル民族、これは皆さんに伝えていきたいんです。以上。ありがとうございます。エズさんも大丈夫ですか。ありがとうございます。すみません。もう一つ足していただきたいのが、大谷さんは大変素晴らしいことを考え方を持っていまして、そもそも人間が平等だと思えないところが問題だって、確かにみんな人間が平等だと思えたらすごい素晴らしいことになるんですけども、ただ今の民主化の結果が、例えば中国全部民主主義になりました。でも今の地図のまんまっていうのはありえないんですね。まずイギリスが100年かけて香港を民主主義の地域にして、アジアですごい強い経済圏まで成長させてあげて、でも返還されて25年経たないうちにこのあれざまなので、そもそもその中国共産党の一体独裁制で中国人が長く支配下に置かれたから、その思想自体、民主主義っていう受け入れる、身につく、そして他人にも自分と対等の価値と尊重を与えるような心に余裕がない状態なんですね。だからその短期間で中国民主主義になりましたって言ったら、また同じどっかで独裁主義が生まれて、その以前の中国になりかねないので、私たちはもうこれ以上の不幸な世界ありますか。自分たちの親戚の収束がわからない、内臓売買されてる、無差別に殺されてしまってる、薬の実験台にされてしまってる、これだけのひどい仕打ちを受けながら笑ってまた中国人と一緒に国を愛して同じアイデンティティを持って生活しますというのはありえないんですね。それは亡くなった私たちの同胞に私たちが顔を向けることはできなくなってしまいます。だから私たちは東トルキスタン人だ、東トルキスタンを再度再建するために戦うんだというのが我々ウイグル人集団の戦いの目的なんですね。もちろん大谷さんの中国を民主主義に変えますというのを尊重します。それはあくまでも中国人漢民族で民主主義になっていただければ、この世界にも良い影響を与えますし、それは私たちも尊重する問題ですね。ただ我々チベット、ウイグル、モンゴルに対しては、私たち自分で決めたいのが独立したい。だから私たち独立するんだっていう意識を持ってこれやってるんですね。そうじゃなければ、こういう殺される覚悟で、自分たちの家族が捕まれる覚悟で、反国家転覆罪という罪人のレッテルを貼れた状態で、こういう危険なところに飛び込まないんですね。どうせ私たちには独立しかないというところまで来てるから、そうさせてしまったから、私たちはもう独立するしかない。中国人の民主主義の集団はよく頑張って中国自体を民主主義にしていいんだけど、でもそのテリトリーの地図の中にはウイグルとチベットは、モンゴルはないよということを強くメッセージとして発信していきたいと思います。ありがとうございます。ウィリアムさんからも。香港はこの中で特別なシチュエーションに置かれまして、で香港はもともと
イギリス領コロニーだったんですもんね。でそこからずっと100年以上中国ではなくてイギリスの文化を受け続けました。そこで新しく生まれたアイデンティティが香港人っていうアイデンティティなんです。香港は昔から、今でも法律上ではまだ国家ではない。なのに、香港に生まれた人は第一自分は何人って聞かれたらまずは香港人という言葉が思い出してそして答えていくんですね。ただしその中で今返還されて23年目ぐらいなんですけれども、でやはり表上というかその国際的上にやはり中国の土地の一部っていうところがはっきり英中共同声明に書かれていまして、なので普通一般の方からするとやはり香港は中国の一部でありまして、そういう理解は香港人以外の方だったら全然大丈夫だと思いますね。ただしその身分あるいは文化的にはやはり香港人と中国人と一定の差がありまして、我々が話している言葉は広東語で言いまして、中国人が主に話している言葉は、北京語が標準語になりまして、でそこはやはり理解していただきたいんですよね。やはりそのちょっと香港にも100年を得て違う文化を受け続けて、やはりそういうところもありますし、ただし今でもまだはっきり言えないのが、香港人は一体さっき言ったように独立したいのか、そして民主化に向かいたいのか、それはもう私個人でも言えない状況なんですよ。なぜかというと香港はずっとイギリス領だった時代から今でもその民主制度自体のものがなくて、でそもそも国ではないのでその香港だけのための政府がそもそもないんですよね。昔はイギリスが作った政府で、今は中国政府が作った香港政府なので、香港人だけのためにの政府がなくて、そしてその政府が遂行される民主主義、いわゆる投票権がないので、実際言うと香港人で一体どんな形で考えているのか今でもはっきりわからないんです。ただしそれをはっきりわかるためにまずはその民主化、いわゆる普通選挙権がないとそこから何も始まらないと思いますね。なのでまずは香港の場合は一刻も早く香港の立法がいわゆる日本では国会の普通選挙権をもらって、そこから自分が選んでいきたい議員とか、あるいは自分と同じ思い、独立なり民主化なり自分が欲しい議員を選んで、そして行政長官いわゆる首相を選んで、そこから決めていきたいなと個人的には思っています。なのでちょっと香港は別のシチュエーションになるんですけど、でもただし共通点としてはやはりその、中国共産党を壊すよりはその打倒して、そして中国にも必ず何のかしらの変えていかないといけないなとは私も思っていて、だからこそ今並べて普通に話し合って、もちろんさっき見た通りでも違う意見もいっぱいあります。ただしそれを乗り越えて何かがもっと大切なことがあって、だからこそ今一緒のテーブルに並んで、そして話ができると私は思っています。ありがとうございます。それこそ今皆様の皆様の置かれている状況は違いはあれど共通している思いっていうのも感じられました。またそうですね、私が感じた中では、きっと中国の内部にも、それこそ日本にいる中国の方も皆様に賛同している方っていうのも中にはいらっしゃると当然思います。でそれと同時にやっぱ日本人の中で多いのは、きっと先ほど言ったように選挙権があっても行使しなかったりだとか、なかなかその自由を持っていることにこの意義を感じられてない方が圧倒的に多いのが現状だと思っております。なので本当ドキュメント2020の Day1 の締めくくりとして、最後にじゃあウィリアムさんにちょっと代表して今見ている日本の方々になかなか自由を今感じられてない方もいらっしゃると思うんですけども、今の立場から
警告じゃないですけども感じられた方がいいっていうこう発したい言葉があれば最後にお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。で、私も最近思ったんですけど、自分もこう見えてまだ27歳でまだ経験が足りなくていっぱいヘマはしています。で、よく考えるのがヘマした後にようやくその間違いを考える。で、間違っていない時は大体の人が考えない。それも人としての通常なので、ただし一回間違った人は経験はあります。そこから感じることもございます。そこで我々は一回、特に私にとっては香港はずっと実際言うとウイグルやチベット、モンゴルの事件を見て、そしてずっと20何年間黙っていました。そこは大きく間違って、それはようやく今声が発するようになりました。で、恥ずかしいなんです。ただし自分が今経験して、そして私が今、日本が好きで日本に生活していて、私が好きな国に同じ過ちを犯したくないので、ぜひ我々一度過ちを犯した人の言葉を聞いて、でやはり自分が自分の過ちを気づくのが難しい。自分も体験してますからよく分かります。ただしその人からの経験を聞くことでやはり何かが避けられる。せめて同じ過ちが避けられると思います。日本も日本の特に若い世代にもぜひよく知って、あるいはよく友達の言葉も聞いて、で自分もこういうことを遭遇したら絶対そうしないように。香港はずっと民主主義の追求するのにずっと黙ってきました。で、日本も今民主主義を持っているんですけれども、いつか失うかもしれない。さっき言った通りで、中国今の政治あるいはその力は本当に強くて、でいつか日本に来るかは分かりません。で、日本に来なくても本当に今政治へ関心のままで、政府の力は膨大し続け、やはり市民からの関心がないと権力集中しすぎるといつかは膨張し、そして爆発になっちゃうと思います。そこにならないようにぜひ私特に香港人の経歴を鑑みてぜひ考えていただきたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。それこそ今日この場でご意見といいますか主張していただくのも非常に勇気のあることだと思いますし、すごくなんていうんですか、強い意志というのを感じられました。本当に5名の方にもう一度最後に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして、ドキュメメント2020の Day1 がすべて登壇が終了でございます。皆様長い時間ですねご視聴いただきましてありがとうございます。そしてご来場いただいた方々もありがとうございます。お楽しみといいますか感じるものはありましたでしょうか。ありがとうございます。そして本日のドキュメメントを鏡にして何か感じるものであったりだとか、自分自身何か少し行動アクションをしてみたいというふうに思うものがありましたら非常に嬉しく思います。明日も同様にですね Day2 として YouTube で配信させていただきますのでご視聴の方よろしくお願いいたします。そうしましたらですねドキュメメント2020最後にですねドキュメメントを実施させていただくには本当に多くの方のサポートがあったからこそ実現できております。最後に本当にサポートいただきました企業様の方を紹介させていただきたいと思います。まず協賛として、東京ドックス様、そして東京ビデオセンター様、助成金として、アウツカウンシル東京様、協力は、旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会の皆様、そして演奏およびデザインはサムワンズガーデン様、
そして上映設備に関しましては鈴木映画様、配信に関しては、バオバブデザインカンパニー様、そして、ご視聴していただいている皆様のおかげで、ドキュメメントを開催できております。最後に改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。コロナ禍で本当に埋もれそうな声に耳を傾けてこういった発信する場を設けております。明日もですね、精一杯声を大にして発信していきたいと思いますので、また明日、同じ時間にお待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。